チャンネル登録、高評価、メンバーシップへの加入よろしくお願いいたします。はい、皆様こんばんは、聞こえておりますでしょうか。どうもこんばんは、カラスマ100です。本日も来ていただいてありがとうございます。本日はですね、初見歓迎ギャンブルしようぜ何をかける高市総理日本ということでちょっとすいません、なんか思いつかなくて意味不明なタイトルになっちゃったカラスマフリートーク第12回なんですけど、時事雑談で取りこぼしちゃった内容とかですね、いろんな問題を取り上げてまた行こうと思っております。時事雑談ほどね計画的に話さないので、なんかこれも話してほしいっていうのありましたらどしどしリクエストください。あと高市首相など、本人や支持者に対する差別発言等は禁止です。ちゃんとチャットルールを守って、やってください。あと、私は配信中、緊張や集中で笑ってしまうことがありますが、戦争などの深刻な話題を軽く扱ったり、誰かを笑う意図はありませんので、よろしくお願いいたします。はい、ということでですね。生姜さん、ペタさん、マヤ F さん、無欲さん、ミニラトルさん、音花風花さん、ネギクジョさん、コンカラスです。来ていただいてありがとうございます。ありがとうございます。前回の配信で取り上げられた映画、神は死んだのかのことをコメント欄に書く前に、一応確認のためにもう一度見たのですが、それ以来頭痛が続いています。大丈夫でしょうかマジで無理しないでください。はい。前回の配信を参照してください。ちょっとやべえ、宗教映画を、取り上げましたので。はい。そして、ちょっとですね、誕生日配信とか前回の配信でも皆さんにお願いしたんですけれども、はい、お金がないのでよかったら助けてください。YouTube でも動画出してますが、私はちょっとブース等で支援を求めております。ブースの支援が嫌だという方は Amazon ギフト券も送付できます。理由についてはですね、ノートと、動画に書きましたので、よかったら、読んでください。はい、情けない話ですが、お願いいたします。カラスマ100の支援ブースはすでに多数の方からご支援をいただいております。本当にありがとうございます。ありがとうございます。引き続きどうぞよろしくお願いいたします。
来月、再来月の日本はね、いや、ほんとどうなってるのかっていう時にね、ちょっとこんなことをお願いするのもほんと心苦しい話なんですけど、はい。まあ私もなんとかね、活動を継続していきたいと思ってるので、皆様よろしくぜひご検討のほどお願いいたします。はい。っていうことでですね、まあ早速ぬるっと入っていきたいんですけれども、まあ予定を立てていないと言いつつも、いっぱい言いたいことがたくさんあるのでですね、またリンクとかは持ってきてるんですけど、まあ後でリンク集作っておきますね。まあまずはイスラエルなど海外の話からしていこうと思っております。イスラエル入植者が相次ぎ学校を襲撃、パレスチナ人生徒など2人を射殺、ヨルダン川西岸の暴力激化ということで、射殺っていう、まあしかもこれガザの話じゃないですからね。イスラエルが占領するパレスチナ自治区ヨルダン川西岸でイスラエル人入植者が学校をいきなり襲撃し、14歳の少年などパレスチナ人2人を射殺したパレスチナ保健省が明らかにしました。現場を捉えた映像にはヨルダン川西岸中部の村ムガイルで戦闘服姿の男がライフル銃を持って学校に近づき少なくとも8回発砲する様子が映っているということで、まあどう考えても大量殺人鬼ですよね。はい。ただなんでこういう事件が次々起こるのか。まあパレスチナの人たちはですね、だから西岸地区はまあガザのように空爆や空襲を行われているわけではありませんが、こうしたですね暴力犯罪に次から次へと見舞われていて、ガザ虐殺の開始以来ですね、殺人がない日の方が珍しいっていうぐらいな、状況のようなんですね。はい。で、今回の銃撃事件はパレスチナ人に対する入植者の暴力が激増し激化する中で起きており、襲撃には兵士が加わることもあるということで、兵士がね、止めるどころか一緒に加わってるんですよ。だから、もう軍規違反とか、日本もいろいろ軍規違反と今言われておりますけども、そういう次元の話じゃないですよね。だからイスラエル軍とイスラエル政府をやっぱり解体しない限りはこのようなことが起き続けてしまうのではないかなと思います。615さん、からすみさん、コンカラスです。来ていただいてありがとうございます。そういえば、そうだ、夫婦別姓刑事見た方いらっしゃいますか？私見てないですね、結局。いや、ほんと銃乱射事件ですよね、ただの。テロですし、大量殺人であると思います。秋山さん、ツッキーさん、コンカラスです。ご体調無理なさらないでください。はい。こういったね、悲しい事件ばかりなので、はい。もう本当意味がわからないですよね。はい。で、ガザ地区の人と久しぶりに連絡したというジャーナリストの藤原良二さんですが、食べ物はあるのかと問うと、ここ2ヶ月ほどは本当にないと。傷んだ玉ねぎやじゃがいもを腹を壊さないよう形がなくなるまで煮ている。この廃棄を家に持ち帰り、路地で育てたわずかな小さい野菜を加えて腹の足しにしている。毎日の日課は火を起こす紙くず、木くず探し、こんな日常だということで、また逆戻りしてしまってますよね。停戦という名の、なんか停戦してないんですけれども、だから一時戦闘が停止した時がこんな雰囲気だったんですよね。食べ物がないんですよ。戦闘は停止してるけど、食べ物はないし、散発的な攻撃は続いていて、配給はあるけれども、全く足りず、寄付を募ったりして生活されてるわけですよね。そうだから結局これが終わらない限りはですよね、寄付も続けざるを得なくなっていますし、私も今はね余力がなくてできてないんですけど、はいUNRWA とかね、もっと国連がですね、大々的に支援できる状態になれば、こうした状況少しは改善すると思うんですけど、アメリカとイスラエルのせいでね、全くそういうことになってないわけですよね。はい。どこかで学校の通学路が有刺鉄線で、そのニュース今取り上げますね。ですね、このニュースも衝撃を与えてます。道を開けと。パレスチナの子供たちが占領下のヨルダン川西岸地区、アルハイル村というところで、イスラエルの入植者によって建てられた有刺鉄線に抗議しています。学校へのアクセス、自由な移動、そして占領のない自由生活という基本的な権利を求めていると。で、これどういう事件かというと、見ての通りなんですけれども、
通学路に入植者が入ったせいで、入植者が勝手に、入植者って勝手に土地を強奪してる人たちですよ、イスラエルの人たちが、要は学童の子たちがこうやってね、通う道であるにもかかわらず、そのことを知りながら有刺鉄線を置いたんですよ。で、それ学校行けなくなるでしょう。だから学校に行けないから学校に行かせてくれというふうにこういう抗議活動をしてたりですとか、このね、手前で座り込んでわざと授業をしてたりっていう、そういう状況が今続いているそうです。ありえないですね。日本もね、朝鮮学校に対してひどいヘイトみたいなことをやり続けてますけれども、基本的にね、外国人であるとか、別の民族の子供に対して、教育を与えないみたいだろって、ヘイトクライムの典型的な様態ですからね、犯罪ですよ。はい。目の前で繰り広げられているのは、人道上の犯罪だと思います。タルココさん、コンカラスです。来ていただいてありがとうございます。そうですね。だから、ガザの支援に関してはね、当然ですけれども、自分の尊厳を傷つけながらそうやって支援を求めている人が多いと思いますし、私もね、だから自分が苦しいからやっぱりプライドをかなぐり捨てて皆さんに支援を求めたりとかしているわけですけれども、やっぱりそこに関してのね、傷つきというものは、分かっていてもあるものだと思うので、はい、本当はね、ない方がいいですよ。っていうか、自活できるのが一番いい状況なので、だからもっと国際的なね、支援が集まって、こういったね、理不尽なこともなくしていくのが一番いいんですけれども、残念ながら今そうなってないっていうことですよね。いや、ほんと組織的な嫌がらせですからね。はい。だからイスラエル軍も絡んでる話ですから、全く個人のこういう暴力っていう、だって個人がこんなことできないじゃないですか。有刺鉄線張ってるんですよ。通学路に。ありえないでしょ。だから間違いなくIDF は黙認してるし、イスラエル軍は黙認してるし、黙認もしくは協力してるわけですよね。で、子供たちがこんなに怒ってるのに、有刺鉄線をどけようとしないから、ずっと国際的な非難が集まってるわけですけど、なんでこうなのかなという。やっぱりアメリカに許されてきてて、何をやってもいいっていうのがもう染みついちゃってるから、それがね、どのように外部から見えるかっていうところにも無頓着だろうかなと思いますよね。サズセイさん、ここからです。来ていただいてありがとうございます。なぜいくら侵略者側から見たら自分の敵だと言っても、なぜこれができてしまうのかという、差別意識は本当恐ろしいですよね。はい。イスラエル側はね、もちろん本来は私たちの土地であるっていう考えがシオニズムですから、それは当然思ってると思いますよ。ただね、それは間違った考えなので、はい。宗教がどうとかの問題じゃないですからね。そもそもね、遺伝的に科学的に調べても、シェロモーサンドっていう、左派シオニストの人も認めてることなんですけど、昔からこの土地に住んでたのはパレスチナ人の人たちであって、キリストとかね、当時そこに住んでたユダヤ人の人たちと血統的に近いのはパレスチナ人の人たちなんですよ。はい。なのでね、だから宗教問題っていうふうに言われがちですけれども、そうではないですね。はい、イデオロギーの問題だと思います。そう、だから侵略ですよね。で、個人の性格が悪いとかいう話ではなくて、自分の感情を疑わなくなってしまってたのか。非暴力主義はそんなことないっすよ。基本的にはハマスもそうですけれども、残念ながら、暴力って暴力革命の方が失敗する確率高いので、非暴力の抗議の方がですね、基本的にこういった訴えも世の中に同情を呼んでるわけだし、成功する確率は高いです。ただ、パレスチナの場合は、あまりにもその暴力的弾圧がひどすぎて、今まで平和的抗議をこうやってずっとしてきてるんですけれども、なかなかうまくいかなかったっていうのが、現実であるわけですね。はい。で、こちらイスラエル側の発言なんですけど、これが反ユダヤ主義の姿であると。ですね、イスラエルの平和団体のハダシュっていうところなんですけれども、この人イスラエル人ですよ。キッパっていうユダヤ系の人たちの宗教的に神聖なね、帽子をかぶってる人なんですけど、
こっちにイスラエルフラッグがあって、こっちにパレスチナフラッグが刺繍されてるんですよ。まあ、どういうことかっていうと、これ超リベラル派のイスラエル人の人なんですね。で、それがまあこうなってると。まあ、何が起きたかっていうと、警察の奴らに捕まってしまって、なんか無理やり帽子を取られて馬行されてしまったそうです。いや、反ユダヤ主義だよね、これ。犯罪行為でしょ。だからまあ、イスラエルでなぜ左派運動が盛り上がらないのかっていうのは、まあ、日本よりも分かりやすくて弾圧してるからです。まあ、もう露骨すぎますよね。はい。だからもう、まあさすがにね、怒りのコメントが集まってるんですけれども、だからユダヤ系の人たちがね、こういうことやったところでは、同じような、こういう態度は取ってくるわけですよね。ちょっとほんと信じられないっすよね。何なんだという話だけども、まあ、やっぱりイスラエルの極右の人たちっていうのはもうこういうことをするようになってしまってるわけですよね。うん。そうですね。ナノクラフトさん、今回はステース来ていただいてありがとうございます。ありがとうございます。まあ、このハダ州にせよですね、なんだ、いろんなメーデーをやったりとか、パレスチナとね、パレスチナの人たちと合同で行進をしたりだとか、まあ、イスラエル国内からまあなんとかしようとはしてくれてはいるんですけれども、まあ、やっぱり多勢に無勢というかですね何やってもこういうことされるもんだからもうどうにもならねえっていう感じであって、まあ確かにそのなんだろう、非暴力闘争の方が成功しやすいのは事実なんですけど、ここまで強く弾圧されてしまうとね、まあもうどうにもならないっていうことにはなり得てしまいますよね。うん。そうですね。そう、だから追い詰めるとね、武力闘争に走る人が増えると思うんですけどね、まあそういうことも考えてないんでしょうね。そう、だから宗教をやっぱり堕落の隠れ蓑にしてたり、こういう入植者植民地主義とかで差別行為とか、ヘイトクライムとか、反ユダヤ主義の隠れ蓑にされてるっていうことですよね。はい。だからユダヤ人の人の、だから宗教的なお守りをね、攻撃するんだから反ユダヤ主義でしょ。これはどう見たって。キッパーですよ。さすがにね、私だってその、キッパー取れとかそんなこと思ったことはないんだけど、ちょっと信じられないですね。はい。まあ信じられないといえばイスラエルの閣僚どもなんですが、アメリカの許可が下り次第イランを石器時代に戻すと言い出しているそうです。それって撤回したんじゃなかったのっていう、まあ、感じなんですけれども、まあ、トランプがこの前言ってたじゃないですか、イランを石器時代に戻すと。でもまあ1日後ぐらいにタコって撤回したわけですけれども、今度はイスラエルが言い出したと。で、イスラエル、いやでも今のところやってません。今のところやっていませんが、本気でやるんじゃないかという気がして恐ろしいですね。まあ、イランとの戦争を再開する準備はできている、イランを石器時代に戻すというふうに付け加えており、イスラエル国防軍自称は、防衛と攻撃の両面で準備が整っており、標的も特定済みであり、我々は米国の許可を待っていると、いうようなことを言っとるんですけど、いやー、これ以上戦争を長引かせるのをやめていただきたいですね。まあ、なんかイランがあまりにも強すぎて、ホルムズ海峡がね、通れなくて、まあだんだん、みんな焦ってきて、だからアメリカ側についてる国は、イランを再攻撃すべきじゃないかとか言い出してる人たちもいるんですけれども、無駄だし、だからといってホルムズ海峡解放されるわけじゃないし、ますます泥沼化する可能性高いんだからやめてくださいよって思いますよね。はい。そうですね。まあ、ガンジーはね、やっぱり武力に強い人はそばにいたみたいですね。ジン・シャープが非暴力による防衛を可能にする198の方法を提案してます。それでもパレスチナは別だと言ってます。ああ、なるほど。シャープも言ってるんだ。ありがとうございます。本当に人種という概念ろくでもないですね。そこを解体しなければ何度でもね、同じようなことが繰り返されると思いますよね。はい。ということでですね、ジーン・シャープの本がちょっと今取り上げておくか、独裁体制から民主主義へという本を書かれた方ですね。ちょっとこちらすいません、ちゃんと読んでませんが、ですね、非暴力主義が成立するためには弾圧する側に理性が残っている前提が必要だが、それがないなら武力闘争路線しかない。すべての民主主義化の傍らに本書があり、独裁体制を研究し尽くした著書による、非暴力による権力打倒の実践的方法であると。
ということでですね、まあ確かにそうなんだけど、やはり暴力闘争でね、成功した試しがあまりないので、まあ非暴力闘争の方が可能性は高いのは事実だというふうに言われてます。ただね、なんでしょう。今おっしゃられてたように、パレスチナに関してはですね、あまりにもこういった弾圧がひどいものだから、まあ、暴力闘争、武力闘争に走ってる人も実際いるわけだし、それが現実ではあるわけですよね。まあ、結局非暴力路線をずっと続けてるけれども、うまくいっていないというのも現状ではありますね。はい。ということでですね。まあ、イスラエルの行為なんですけれども、まあ、レバノンでは相変わらずのことをやっております。レバノンのジャーナリスト、アマル・ハリル氏が、イスラエルに殺害されました。彼女はファッツアップの番号から死の脅迫を受け、肩に頭を残しておきたいなら報道をやめてレバノンを去れと言われ、イスラエルによって暗殺されましたと。まあ、これ、イスラエルの常套手段ですね。パレスチナの人たちにも散々同じことやってるんで、全く不思議ではないです。こういうヤクザみたいなことやってくるんですよ。お前死にたくなかったらそこから出てけとか、報道やめろみたいなこと言って、で、従わないと殺すんですよね。はい。で、まあ、パレスチナ人ジャーナリストの人たちって同じような手段で、まあ、警告なしでもちろん殺された人も多いですけれども、同じような手段でね、何人もやられているので、間違いなくイスラエルの犯行だと思います。今日イスラエルのテロリスト軍がレバノン人ジャーナリストのアマル・ハリル氏を南レバノンのアルタイリ村での爆撃で殺害。その後救急車の到着を阻止し遺体を回収しようとした赤十字に向かって先行手榴弾を投げました。殺害する前にイスラエルはファッツアップで彼女に死の脅迫を迫り、さっさと立ち去ると告げていました。イスラエルはテロ組織ですと、いうことでですね、まあテロ行為としか言いようがないと思います。で、似たような手段でまあジャーナリストの全員のジャーナリストの人たちを次々殺害してるわけなので、まあジャーナリストを堂々と殺害する国家自体がすごいんですけれども、もはやね、政府組織と呼んでいいのかっていう疑いが持たれますよね。はい。100分で名著も紹介されてたなということですね。本当に行くつくとこまで行くと、そう、武力討伐以外の手段がなくなると、まあいうふうにね、思われてますけれども、ただ、審査欲はやっぱりね、武力闘争に走って失敗した面があるのでね、はい。っていうとこですよね。まあ今の日本ではやはり武力闘争路線はうまくいかないんじゃないかなと私は思ってます。あいつせさん、コンカラスです。来ていただいてありがとうございます。寄付が大事って平和学って聞きましたが、なかなかっていうですね、そうなんですよ。やっぱり左派はね、お金ないのでお互いに寄付し合いながら何とかしていくしかないというのが、まあ実情ではありますよね。私もなんかね、やっぱりお金を稼ぐっていうのはなかなか難しいんだなというのを2年間やっていてようやく分かりましたがでも皆様のおかげで活動継続できているのでありがとうございます。はい。イスラエルが最もジャーナリストを殺害している国だということは具体的なデータでも立証されています。ジャーナリスト保護委員会は2025年に殺されたジャーナリスト129人といると報告しましたが、1位のイスラエルは86人、全体の 84% を殺害していますと。まあ2番目がスーダンですね。はい。4番目がロシア。まあわかりやすいねというまあメキシコはギャングかな。だからこういう、だからね、なんて言うんでしょう。まあ、暴力を手段として用いてるテロリストみたいな人たちは、やっぱり真実を報道されるのを何より怖がるので、積極的にジャーナリストを殺害しようとするわけですよね。当然ジャーナリストを殺すことは犯罪です。戦争犯罪ですけどね。はい。枝豆かけでテロンゴさん、伊沢さん、コンカラスです。これでよくイランのこと言えるよなって。いや、ほんとね、どの口をイランをテロ国家とか言ってんでしょうね。いや、確かにイランはヒズボラもハマスも支援してますけど、そうですね。朝鮮学校の窓に石が投げられた事件もありましたね。そう、なかなかやっぱり暴力革命ってね、成功する確率低いんですよね。クーデターは結構起きますけどね。はい。まあ、極右にはなぜ金が集まるのか、なんででしょうね。やっぱりあいつらやってること自体がやっぱりビジネスだし、その権力側の方が金が集まりやすいスキームがあるんでしょうね。はい。単なるジャーナリストではなく、安全な内地にいる人じゃなくて、第一線の現場に取材しに行く人たちですね。はい。
で、まあ、この世界一道徳的な軍隊と名高いイスラエルディフェンス・フォーシーズなんですけれども、この前の、配信で言いましたが、レバノンのですね、キリスト像をハンマーでぶち壊しました。それで、さすがにネタニヤフが謝罪して、つい先ほどレバノン南部デベルの地元コミュニティと連携し、損傷した像が交換されましたということで、なんか随分悪趣味な像だなと正直思うんですけれども、まあ、取り替えたのはいいんじゃないっていう感じだったんですけど、これ嘘らしいです。はい。コミュニティノートがついてて嘘をつくんじゃないよって。これは、交換したのは国連ユニフィルだよっていう。ってマジでこの像自体は悪趣味って言ってちょっと悪かったけど、この像自体を交換したという事実が嘘だったのっていう。このね、元々のね、質素な像がハンマーで破壊されちゃったキリストですかね。はい。痛ましいなと思いますけれども、だから、せめて像を交換したのかなというふうに思ったのに、そうじゃなくて、国連軍がやってくれたことを、さも自分がやったかのように偽装していたらしいんですね。すげえよ、イスラエルは。で、なんでそこ嘘ついたのっていう。バレないと思ったのかな。ね、なんなんでしょうね、これ。というですね。まあ、そういったまあふりをしただけで結局まあイタリア軍が十字架を修理したのですみたいなことをまあ言っている方もいるんですけれどもまあ少なくともイスラエル軍がやったのではないということでまあ国連関係者の誰かがやったのであろうというような、話ですね。はい。いやー、すごいな。まあそうですね、極右の反共主義の人たちはね、特に資本主義国家では国家権力と一体化してますからね、やっぱり金が集まりやすいんでしょうね。うん。そう、新自由主義との相性もいいですからね。道徳とは何だったのでしょうか。道徳というか信仰心って何なんだって感じですけど。っていうか世界中のキリスト教徒にまず謝罪しろよ。はい。福音派はなんでここに来てもイスラエルを支持するのか。人間は何人殺そうと正当化するけどイエスの像だと謝るレタリアフっていう。さすがにね、やっぱアメリカから怒られたくないんでしょうね。でも唯一の弱点だっていうことですよね、やっぱり。はい。だから、なんでしょう。イスラエルを止めるにはやっぱアメリカがそっぽを向く必要があると思うんですけれども、はい。なんでやらないのかね。はい。ここから像を交換したらイスラエルだって私にも聞いたのに、いや、イスラエルはそう主張してますからね。だから、報道上は、もちろん、こっちはね、あくまでも反論なので、地元コミュニティ側からの反論なので、実際真実がどっちかわかりません。一応、あれなんですが、アルジャジーラではもう確認したから、ちょっと私がね、見てる段階では確認してなかったんで、後で確認しておきます。はい。なんでしょう。だから、イスラエルの公式発表とは、まあ、真逆のですね、証言が、まあ、ちょっと国連側から出てるっていう状況なわけですね。はい。まあ、どっちが真実なんでしょうね。わかりませんが。はい。イスラエルがめちゃくちゃやっても神の国が来るからセーフみたいなこともいい加減にしてほしいですね。はい。プロフィールにテロと戦うイスラエルを支持しますとかほざいている人をどうにかしてほしい。じゃあまずイスラエルと戦えよっていう。はい。ですね。まあイスラエルの信用度ゼロに近いですねからね。大体何をやっても嘘にしか聞こえないという問題はあるんですけど、ちょっとね、今回ごめんなさい。フリートークなので相変わらずちょっと時間がちょっとファクトチェック後でしておきます。で、防衛省はイスラエル軍出身者のセレブライト社からインサイエンツというアプリを導入しようとしております。まあこれちょっと日本の話なんですけど、これは iPhone や Android からロックを解除してデータを抽出できる激ヤバの機械です。削除したデータや SNS まで見ることができますし、香港デモ統治や中国の弾圧で使われているとの指摘もありますということで、いや中国はイスラエルの装備使うなよっていう感じなんですけれども、セレブライト社からのね、導入は本気で防衛省を検討しているので、国家情報、法をね、成立した時にそんなことするんだって、この人たちからそういうものを買いたいのっていう、ちょっと信じられない。こっちは、あれか、ユニフルの人たちだけど、ちょっと信じがたいんですけどね。
まあ、お金持ちのリベラルって言ったら、アメリカとかそれこそ欧州の一部地域じゃないですかね。はい。岐阜の柴橋市長かなは、イスラエルに救急車を寄付しています。そうなの？いやー、これはちょっと、ですね、デベル、やはりイタリアのユニフィル部隊が新しい十字架像を寄贈しており、イタリアのメローニ首相も、ユニフィルイタリア部隊がデベル村に新しい十字架像を寄贈したというふうに言ってますけれども、まあ、なんだ、イスラエルがやったっていうのはやっぱりミスリーディングですよね。ただ一応、なんだ、交換作業にIDF がイスラエル軍が参画していたらしいので、まあ何も全くやってないかっていうと、まあそんなことはないっていう感じかな。ややこしいな。意外とややこしかった。要するにやったのは、国連イタリア軍が中心となって行ってます。国連イタリア軍が中心となって行ったんですが、ちょっとロイターの記事出すか。なってるんですけれども、実際にね、作業にはイスラエル軍も一応参画したということで、イスラエル軍は私たちがやりましたみたいなことをほざいているんですけれども、メローニ首相は、私がイエス・キリスト像を交換したという、我がイタリア軍がね、交換したという声明を出されているそうです。はい。まあまあ、普通言わないよね。だって自分で破壊したんだからさ、イタリアがやってくれたのにさ、イタリアに感謝しますっていうのが筋じゃないですか。だってこの、論調だともう完全に自分たちでやりましたよ、全部やりましたよみたいな責任を取りましたよみたいなことしか書いてないじゃないですか。すごいよね。いや、やっぱ共同っていうか、だからイタリアがやったことをイスラエルが助けたっていう感じですね。はい、事実を言うと。ずうずうしすぎだろ。なんでイスラエルなんだ。同じ岐阜県民として謝罪したいです。まあそうですね、パレスチナに関する寄付はどうなんでしょうね。もちろん欧米からの寄付もたくさん出てきてますけれどもね。まあアメリカのリベラルが左かというと微妙ですけどね、中道ですよね、あれは。はい。そう、左翼は大抵金がないのです。ですね。そうですね。日本での寄付はちょっと一部の人に今集中しちゃってますからね。綾川健太さん、コンカラスです。来ていただいてありがとうございます。私も寄付する余力はないです。ということでですね。いや、そりゃそうですよね。みんなこれだけ疲弊してますからね。はい。ということでね。ということで、まあ、あんまりアメリカの話もトランプの顔も見たくないのでね、あんまりしないんですが、絶望、今日再開しても手遅れ、ホルムズ海峡の物流の正常化に275日かかる予測ということで、まあ、これね、アメリカの怪しい、そういう、なんだろうね、ツイッターでの情報とかではなくて、CNBC の、まあ、アメリカのテレビニュースネットワークの一つなんですけれども、マットマネーっていう人気番組に出演した人が、たとえ今日海峡が災害されても積み上がった物流の目詰まり、まあ目詰まりっていう言葉なんか嫌になってきたけども、を解消するだけで275日にはかかるし、今となってはそれ以上かもしれない。それは今日から数えて9ヶ月間かかると。今すぐ事態が好転したとしても世界中のものの流れが正常化するのはもはや来年以降になるとかいう計算になりましたと。まあ、何かっていうと、まあ、巨大な供給網を再起動するためには滞留した貨物の整理や船のスケジュールの再編、そして世界中の港湾での二役調整が必要になり、一つの遅延が一つの遅延を呼んでいる今状況であると。だからそんな簡単にねホルムズ海峡が再開できるっていうのは夢なので夢を見ないでくださいみたいなことをもうアメリカのテレビ局は言い出してるということですね。なんか日本とだいぶ差がありますね。なんで日本はこういう報道しないんですかね。親米国家じゃなかったんですかね。はいですがまあもちろんね一専門家の発言なので実際どこまで本当かというところではあるんですけれども、まあホルムズ海峡の渋滞解消にはほぼ1年かかる。1年あと1年どうするんですかね。我々原油が全くないんですけど4月までこの状態では続くっていうことなんですかね。いや
ね、皆さん本当に無理して寄付はされないでくださいね。まあお金がないからまあ人権に真剣になるっていうのは私も確かにね、いろいろ向き合ってきたし、そういうところはあるかもしれないですけどね。経済状況人によって違いすぎますからね。はい。もはやトランプは本音をさらけ出している分マシなのかもしれないという境地も来てしまいました。ですね。民主党支持のセレブは左からも批判されがちなのだというですね。まあね、なんだろうね、左からもやっぱり批判されるのは何なんでしょうね。お金、やっぱり、ちょっと銭ゲバっぽく見えるからじゃないですかね。あれはあれでどうなのかっていうことなんですよね。トランプはアメリカを体験しているとは言えますよね。建前を取っ払ったアメリカですよね。はい。で、鈴木和人先生のコメントを最後にちょっと紹介するんですが、おそらく今の米国、イスラエルが革命防衛隊を完膚なきまでに痛めつけるなどと、地獄に落とすとかなんとか言ってるけれども、現実的に難しいですよね。つまり、米軍のプレゼンスがペルシャ湾で回復することは期待できず、和平交渉停戦合意がない限りは緊張状態がずーっとこのまま続くと。あと1年ね、2年ね、3年みたいな感じで、続いてったら日本はなんか煮干しみたいになってしまう気がするんですけど、どうするんでしょうねというちょっと暗い話になってしまいましたが、それをね、どのようにするかは、高市さんにかかっているということで、ちょっとお見せしてください。はい。はい、失礼しました。そう、原油がなくてもどうなるにもならないんですよ。医療も産業も物流も農業も全部止まっちゃいますからね。だから、どうするのかということなんですけれども、これですね。はい。高市政権はどうするのかということで、マクロスコープ、今国会の補正予算編成見送りの可能性、政府内に賭けの声。日本をかける。私は日本をかけるということで、高市さんは賭けをするそうです。というか賭けをしてるそうです。どういうことなんだっていうことなんですけど、長引くイラン情勢の混迷を受け、与野党からは予算編成を変える必要性が出てると。当たり前ですけど、このままだと倒産する企業とかが続出すると思うので、補助金を出して助けたりしなきゃいけないわけですよね。コロナ禍みたいに。だが、既存の予備費で対応可能との姿勢を崩していない。一方、ホルムズ海峡の正常化など事態の進展は見通せず、高市氏の判断が正しいか、我々は賭けをしているようなものだと語る関係者もいる。反政府行動だからなんか高市さんに余計な反論するなみたいなことを前回の配信でも紹介しましたけど、今回は木原さん、ロイターの木原さんさらに踏み込んでいて、ですね、政府として補正予算の編成が必要な状況とは高市さんが考えていないので、首相はまだ検討していない。現時点では首相官邸内でも補正予算が必要だという空気はなく、官邸内でタブーとされる言葉が一つある。一つは中東情勢を受けて国民に消費抑制を求める節約。もう一つは補正であると。ということで、補正が必要だとはとても言えないような空気だと。空気でね、戦争に突き進んだ国ならではのね、やっぱり空気が怖くて、補正もね、言えないしね、予算も言えないし、補助金やめろとか、編成とかね、節約しろみたいなことも言えないそうです。はい。我々は高市さんに命をかけられています。はい。高市さんはだから自分の命をかけてやっているという、首をかけて、ある意味首をかけてはいるかもしれないですけど、そうじゃないですよね。我々の命をかけてるんですよ。いやー、自分のために国家の存亡をかけちゃうのっていう。いや、ちょっとね、はい、シンズさん、ここからです。そう、そもそもトランプに全ベッドしてますからね。すげえよ、高市さんはよ。って。それでこんなこと言うのって、これあくまでも、だから自民党内の不安の声ではありますけれどね。賭けをしてるようなものだよって。国家はお前の持ち金じゃないというですね。
そうですね。高市さん、すっかりパックネモードになっちゃってると言いますよね。有志の方がパレスチナのための募金箱という取り組みをされております。今は休止中です。200円から募金されます。そうですね。今ちょっと、やめちゃってるんですけれども、パレスチナのね、募金を取り集めしている方いらっしゃるのでね、よかったら SNS で検索してみてください。ここに来て太田光の質問に先見の明があったことが証明されてしまった。大和魂でこの難局を取り抜けるのだですね。いや、大和魂じゃ無理じゃないですかね。もはや。でも、いや、そんなこと言ってるけど、赤澤さんならきっと何とかしてくれるっていう、声も聞かれるんですけど、ホラーストーリーを語るんじゃないと、経産省、石油の節約要請は不必要であると。お前もかブルータスっていう感じなんですけど、赤澤良生さんが、24日今日ですかね、石油の、需要抑制対策に慎重な立場を取る理由につき、コロナ禍での外出自粛要請を引き合いに出し、ホラーストーリーを語ってみんながすごく不安になって健康を害してでも外出をやめることは好ましくございません。我が国全体で必要な量を賄われていると。石油製品がなくなるという見立てはホラーストーリーであるというふうに例え、現時点では規制的な要請は必要ないという認識を示しました。いや、赤澤さんがこれではダメなのではないですか。まずい、一番話できそうな人でこれなの。一方、日本国民は非常に真面目なので、節約を求めればかなり努力してくださることは分かっていると、いや、分かってるんだったら今すぐ言うべきでは。赤澤さんぐらいしか言いそうな人いないんだけど、自民党内に期待できる人がいないんですけど、いや、ホラーじゃなくてシンプルに現実がホラーなんですよ。トランプが再選した時、対岸の火事と見過ぎていた高市とネタニヤフでここまで世界を崩壊させるとは、いや、誰も思ってなかったっすよね、正直。私だってそれは確かにね、パレスチナのね、を見捨てて破壊することは世界を破壊することだと言い続けてきましたけれども、比喩でなく現実的にそうなるとは思わなかったですよ。はい。いやーでも本当にこれ市民パニックが起きかねないですよ、こんなこと言ってたら。だって突然ホラーストーリーだと思ってたものが現実化しちゃうわけでしょ。すでに現実化し始めてるけど、はい。やばいんじゃないですか。赤澤さんに全情報を集約させろと高市さん言ってるんだ。へえ。いや、でもだから赤澤さんしかいないんだけど、なんとかしてくださいよって。いや、混乱招きたくないのは本心だと思いますけどね。片山さつきのような大天才がこの状況を見て何も感じないのかって。いや、私は片山さんをクビにすべきだと思います。はい。ということで、透析用チューブや手袋 99% 超が海外頼み、医療物資にすでに供給リスクということで、前回の配信でね、すでに、未確認の情報ですけれども、ゴム手袋をね、2日使い回してるようなところが出ているというような話が出ていましたが、医療ですとかね、衛生には欠かせない石油関連製品の拡散には、どんどんですね、不安が広がっており、99% は海外頼みなのに、どうやって調達するんすかっていう、あんまり中身はないんですけれども、日経が、こういうバルーンを飛ばしてます。そして、肥料ショックですね。食料危機は食料が突然消える形では来ない。原油ガス高に加え、二次的な災害だと言われていた食料ショックももう現実味を帯びてきてます。アンモニアニオスなど窒素肥料が高騰しております。で、農家が肥料を買えないので、作付けが縮小、収量が低下し、穀物価格が上昇、飼料、食肉、卵、食用油へ波及、低所得国から食料不安定化が起きると。現代農業において肥料は増産オプションではなく基礎インフラであり、ここが壊れるとエネルギー危機はそのまま食料危機に変換される。日本は人事ではないと。そもそも肥料をですね、中国などに結構依存しているので、本当に危機的状況ですよね。中国がだから日本と仲悪いから日本に出し渋ったりしたらですねもう食料すらないという状況になりかねるのではということで識者の人はずっと言ってるんだけれども、あんまりね農業ショックの方は、現実味が来年以降の話だから現実味を帯びてない感じはありますね。はい。ロシア・ウクライナの時も肥料は高騰しましたけれども、あれはなんとかしたんですよね。確かにロシア・ウクライナレベルの時、
レベルのね事態だったらなんとかなるのかもしれないですけれども、そこはねちょっと未来の話なんでまだ分かってないですけれどね。ちょっと確認してみますか。いやでもガソリンの価格介入未だにやってるの日本ぐらいですからね、ちょっとやばいですよね。そうででもロシアから原油輸入するのはさすがに最終手段だと思いますけれども、ただねでも本当に命には変えられないので、そうならざるを得なくなる可能性はありますよね。はい。で、重油が輸入できないところから、もろに来てるのが、輸送業界とかなわけですけれども、ゴミ焼却施設にも影響が出てます。焼却炉の着火に必要な重油が入荷できなくなっており、施設では炉を燃やし続けるという省エネ運用で対応しておると。1200リットルしか残っていない、富山県にあるクリーンセンター砺波は、砺波市と、南都市から、から集めた燃えるゴミを、焼却する施設であるが、焼却する炉に火をつける際には重油を使用しており、1回の着火に500リットルを消費する。通常タンクの残量が1500リットルを切ると業者に補充を依頼しているが、現在の残量は1200リットルであり入荷できないと言われたので、焼却炉を止める回数を減らして、なんとかギリギリですね、連続稼働を続けているということなんですけど、いや工夫するのはいいことなんですけれども、いつまで持つんでしょうかねこれはっていうですね。今確認しましたけど、そうですね、ロシアの肥料輸出自体は、止まってないわけですね。一瞬なんていうかいろいろな制裁はしたわけですけれども、国会穀物イニシアティブっていうのが行われて、少しずつですね、事実上迂回するというか、むしろかえってロシアの、輸入じゃない窒素とかそういったものはですね増えたというような話も出ているみたいです。グローバルサウスの人たちはね、そもそもロシアから普通に石油も買ってるし原料も買ってるので、正直制裁としてはあんまり意味がなかったっていうところではあるんですかね。飼料の価格はそもそもあんまり押し上げられても我々が困るのであれなんですけれども、ロシアがなんだかんだ言って戦争を続けられてるのはね、やっぱり経済的にそこまでダメージを与えることができなかったっていうのはあるかもしれないですね。はい。後でこのリンクつけておきますが、世界の仮に、リン酸かな、ロシアのシェアは、2023年に 20% にむしろ増加したというデータが出ておりますね。はい。ということですね。ですね。だから食料がね存在しないのは本当ね、人権や生活を保障されるための金銭的支援が利権扱いされてしまういやそれを利権化するやつらがいっぱいいるからですよね石油は節約したいんですけどね、通勤以外はガソリン使いたくない。こうしてトランプは間接的にプーチンも支援しているというか、ここまで来たらむしろプーチンを経済的に支援したためにイラン攻撃をしたのではないかっていういやでも開戦当初からそれ言われてましたからね、めっちゃプーチンに得じゃんこれっていうね、プーチンのためにやってるでしょみたいなそれはもちろん陰謀説ですけど、はい。そのね結局ね独裁者が得してるのはね腹立ちますよね。はい。庭にさつまいも植えるかそうウクライナみたいな肥沃な土地はねないですからね。何らかの補助は必要ですが、日本がやってる価格控除はねダメすぎると思いますよね。そして今一番話題になってるというかですね、業界関係者の人とか危機的状況に迫ってると思うんですけれども、製品不足ですね。住宅建設の 61% が影響を実感している。影響の内訳では建材価格の値上げが 67.4% と最も多く、着工や引き渡しの遅延が 51.4%、仕様変更が 35.7% と続いた。コスト面に加え供給面でも不安定化が進んでおり、住宅建設の現場では従来の計画通りの進行が難しくなっており、資材不足や特定領域にはとどまらず、契約条件の厳格化や受注制限といった形で波及していると。ナフサ不足により石油化学製品の供給制約が続いている。とりわけ影響が大きな水回り設備 51.4% や断熱材 41.4% で、塩ビ管や発泡ウレタンなど石化製品での依存度が高い領域で遅延や代替対応が発生していると。
まあ身近に建設業とかね、リフォーム業の方いる人はわかると思うんですけど、マジやばいらしいですね。まあペンキとかももちろんそうですけれども、およそ石油化学系のですね、こういう工業用品とかが全くないんですよ。まあ、もちろん全く直ちに全部なくなったんじゃなくて、企業側がもういつ見通しがわかんないもんだから値段を上げたりしてるわけですね。だから、まあ仕入れがね、値上がりしすぎて赤字になるから、まあ結局後回しにしましょうみたいな。まあコロナ禍と一緒ですよね。だからコロナ禍は、まあ、いつかね、ワクチンが普及すればまた販売できるでしょうみたいな希望はあったわけですけれども、今回はいつになるかわかんないので、断熱材入れずに補助金の申請ができないというニュース、ありましたね。はい。そうなんですよ。もはやそういう段階に行ってしまってるのでですね。で、まあ、ただ、加工品に関してはナフサをそのまま手に入れられなくても外国から輸入してくるっていう手もあるじゃないですか。日本の隣には大きな資源国がありますよね。はい。塗料用シンナーは軍民両用、在中国の日本企業在庫融通できず。まあこれ結構ショックを受けてた人が多かったんですけど、検討していたのは塗料用シンナーの輸出。相手は日本の本社、ホルムズ海峡の事実上封鎖で品薄になり、工事を止めないためにも中国の在庫を回してくれと相談したが、輸出手続きの代行業者が、シンナーはデュアルユース、軍用品であるということで、日本相手にそんなもの輸出できるわけないだろうと断られたそうです。はい。中国からシンナーを日本へ輸出しようとした事業者、税関が通さない、申請しても無駄だと告げられた。中国は1月上旬に高市早苗首相の台湾有事をめぐる発言を念頭に軍民両用品の対日輸出規制を強化していた。イラン戦争の、まあ1ヶ月2ヶ月前ですかね。はい。はい。はい。というですね、まあ中国もそうだし、イランもそうなんだけど、まあ、やっぱりね、アメリカ、全力でとにかくアメリカの味方をしようとすると、それはね、関係が悪化せざるを得ないわけですよね。でもまさかこうなるとは高市さんも思ってなかったと思うんですけど、いやでも中国はロシアがいるし、インドもいるからなんだかんだなんとかなってるんじゃないですかね。日本ほど今危機的な状況というニュースは出てきてないですよね。でも日本に関しては、まあこうやって備蓄を放出してなんとかしのいでいる状況であるのにもかかわらず、シンナーさえ融通してもらえないというやばいなぁというちょっと、ニュースでした。やっぱ高市のせいじゃないですかっていや、これは完全に高市さんですよね。まあ、対中国路線がああやって評価されちゃったからこうなってるわけですよね。そう。中国はやろうと思えばね、日本を経済的に干上がらせることができてしまうので、本格的に今後やってくる可能性もありますよね。ほんととんでもないタイミングケイトさん、コンカラスです。来ていただいてありがとうございます。日テレで新しい報道ドキュメンタリー番組をやるらしいですが、どんな報道が来るか心配です。あ、そうなんだ。日テレか。日テレはどうなんでしょうね。微妙ですね。はい。ちゃんと報道してほしいなとは思いますが、建設業を現場で支える中小の土建屋さんが軒並み廃業をするとナフサが仮に入ってきても仕事の担い手がない。そうなんですよね。だから今予算を組んだりして、まあさっき言いましたけど予算を組んだりして助けてあげないと、いざナフサが入ってきて正常化しましたって言ったってね、失業者が街に溢れてたらどうしようもならないのし、ね、人生がめちゃめちゃにされちゃう人がたくさん出てくるので、その前になんとかしないといけないですよね。原発事故処理費用も国民が負担して国葬費用も役に立たないルロバスクもオリンピックも費用節約したかったのにっていうですねはい。ということで、トヨタの2工場ラインが停止しました。
5月中東影響でということで、まあ、天下のトヨタまで行くのはまだ時間がかかるかなという見込みがあったんですけど、早かったですね。4月22日に報道されました。トヨタ自動車が中東情勢緊迫に伴う物流環境の悪化などで5月に国内で2工場2ラインの一時稼働停止を計画していることが分かった。稼働停止を予定しているのはセダン、カムリなどを生産する、堤工場だったかな、ごめんなさい。トヨタ市の第2ラインとマイクロバスコースターを手掛けている岐阜車体工場の第2ラインであると。5月15日と22日、岐阜ラインは15日の稼働停止を計画しており、まあ輸出用車両の仕分け見直しなどでですね、要は原材料ないからどうしようもないってことですよね。だからまあトヨタが減産するっていう事態なのでまあ全ての企業がこんな感じであろうというふうには想像できるわけですけど、いやーでも案外早かったな、トヨタまで到達するのなということでですね、ちょっと冗談じゃないという感じなんですけど、はい。そうですね、堤工場ですね、ごめんなさい。まあ、セダンのね、コロナとか、レクサスとかをね、生産してきたでかい工場なんですけれども、まあですね、ここが止まってしまうということで、だから名古屋も危ういですよね、こうなってくると。はい。ですね。ただでさえ後継者不足だというのに TBS の新しい番組でスパイ防止を肯定的に紹介してたらしいです。そうなの？勘弁してほしいな。不和を言う業者が病院に暴れるだと袋叩きに遭うのが目に見えるのだというですね。ちゃんと報道してくれるのかなんて心配しなきゃいけない時点で。もちろん国家はね、国民が責任を負っているのはね、当たり前な話なんですけれども、まあそういう問題ではないんじゃないですかねまあむしろね、高市さんを熱心に支持してた、まあ自民党を熱心に支持している企業の、まあトヨタって一つなわけですけれども、まあトヨタがね、こう迷惑を被っている状況なわけで、やっぱり何とかする必要はあると思いますよね。一昔前は世界のトヨタとまで呼ばれたんだけど、まあ、今はずっと落ち目なわけではありますけど、それでもトヨタはトヨタですからね、なんとかするんじゃないかと思ってたけど、なんとかならなかったっぽいですね。私が前に勤めた工場でもトヨタの部品を作ってましたが、来月からどうなるか分かりません。いや、そうですよね。名古屋の方みんなそうですよね。多くの人がネトウヨがただのネットの仕掛け物だと侮っていたのが間違いだったまあネトウヨの話は後でしますが、昔の知人が生活が苦しくなるほど軍備に依存したり立場の弱い人の人権を軽視しやすくなるかもしれないと言ってたけど怖いなと。そうですね。だからみんな苦しくなってくればね、さらに軍拡であるとかそういうなんて言うんでしょうね、非人道的なことでも許容されるのではないかっていう気がしますよね。そうで、いくら苦しくなってもなんか高市さんの支持率下がらないですね。記者の取材の記録をメインに据えているらしいので政権批判系が規制されてそうです。大丈夫だろうかな。名古屋は三菱重工があり、長射距離査定ミサイルが作ってるから大丈夫って言ってる場合かってそれもちょっとなっていうことで、まあ、この危機的状況に対し、高市さんの次の手はということなんですけども、11人がですね、大型連休に外遊されるそうです。はい。高市早苗首相と閣僚10人が外遊に飛び立つ。連休中は国会日程が少ないため海外出張が集中し、今年の訪問先は計21カ国に上るということで、中東行くのかなって思ったんですけど、中東行かないみたいですね。はい。中小はベトナムとオーストラリアに行きます。茂木さんはケニアとアフリカ4カ国を歴訪します。林さんはベルギーなど欧州3カ国を訪れ、小泉さんは、インドネシアとフィリピンで防衛省とそれぞれ会談する。片山さんだけが、まあ一応ウズベキスタン、中東ではないけど、ウズベキスタンでアジア開発銀行の年次総会に参加するということで、誰もカタールとかあっちに行かないんだすごいな、余裕ありますね。余裕あるななんか
全然追い詰められてる感じがしないんですけど大丈夫なんでしょうかねはい。いや、もちろん原油とかそういったね、液化天然ガスの話をしに行くと言っていますので、それは必要なことだと思いますけど、なんか順番が違うような気がするんですけどいや、だから中東以外のルートしか見てないのではないかという気はしますよね。うん。名古屋が被害を受ければ岐阜も確実に壊滅するしやめてほしい。ああ、そうですよね。繋がってますもんね。そう。ただミサイル作ろうにもね、原材料が入ってこないからね、いろいろまあ武器輸出とか言ったらもう無理なのではないかっていうそんなみたいな話が出てますよね。今日国会中継見てたら小泉くん、軍備も民間委託するとか言ってた未来の議員も AI を軍備に活用する。そこまで言ってたの？やばいですね、彼ら。パランティアじゃないですかAI の軍事活用に反対します。この人たちの行き先を眺めてると、なんか中国に負けてたまるかみたいなことを未だに考えてる。いや、考えてると思いますよ。だから、この子に及んでも対抗できるって思ってるんじゃないですかねすげえなって。きっと資源の買い付けに行くんです。これを外遊の遊の字を遊ぶの意味で取ってるから批判してると思ってる人がレトウより多そう。いや、そうは思っておりません。だから、外交してくるのは分かってるけども、訪問する先が違うんじゃないですか。はい。閣僚の誰も原油の枯渇を許可していないように見えるということで、だからそう見えちゃいますよね。で、まあ先ほどの武器輸出の話も絡むんですけど、なんでこの国々を選んだのかっていう話なんですけれども、装備品を売り込みたいそうでございます。高まる期待とくすぶる懸念ということで、高まる期待？政府は防衛装備移転三原則と運用方針を改定しました。殺傷能力のある武器の輸出を原則容認しました。まあこれは基本の通りですね。国内の防衛関連産業は日本と安全保障協力を進める東南アジア諸国には装備品の輸出拡大に期待する声がある一方、歯止め策が不十分との指摘もある。まあそもそも国会審議も通さずに普通に輸出できるっていう風にしてしまったわけですけれども、小泉氏はインドネシアとフィリピンを訪問予定、首相はベトナムとオーストラリアを訪問予定で、装備品輸出を加速させる政府の方針を各国に説明し、トップセールスをしたい。マジでこの前決めたばっかりなのにもうトップセールスに行くのってやる気ありすぎでしょ。なんなんですか急にっていう、なんかその今までのそのものすごいやる気のなさとかサボタージュって言われているような、まあね、批判されているようなあれとスピード感が文字通り違いすぎてちょっと驚くんですけれども、まあこの通りです。殺傷能力のある武器の輸出範囲はこのように変化しまして、まあ今まではね、国際共同開発生産品や他国に特許料を払うライセンス生産は可能というふうにしていたんですけれども、現に戦闘が行われている国は輸出不可だというふうに言っているんですが、まあこれも、特段の事情があれば可能だと言っていて、で、全ての武器の輸出を原則容認しているので、相手国がまあもちろん日本とね、提携17カ国がその協定を締結してないと、まあ輸出できないわけなんですけれども、マジで言ってんのっていう、昨日決めたことを今日やるのっていう、すごいっすよね。だから憲法違反じゃないかっていうふうに疑われていて、まあこれだけ反対されているにもかかわらず、昨日決めたら今日やるんだみたいなですね。ちょっとついていけないですね。そんなこと言ってる場合じゃないと思うんですけどね。いや、ほんと太平洋侵略ではないのかという気もしますよね、これ。だから単なる防衛協力だったら私だって別に反対しませんけれども、そうじゃないわけですよね。セールスって言ってるんですから。はい。武器輸出と絶対言いたくなくて武器装備移転品移転というですね。だから防衛装備品移転っていう風に言ってるわけですけど、武器輸出ですからね。はい。特段の事情ってないやねんという。原油不足による国民生活の困窮には興味ないんじゃないでしょうかっていう。いやだからですね、今これやるタイミングじゃないよね、本当に。だからこれだけね、批判されていて、まあそれでもやるって言うんだろうけども、にしてもね、今じゃないじゃないですか。なんでっていう。突然
こっちの方面ではなんかその異様なやる気を出してくるのは一体何なんだという感じなんですけど、まあもちろんね、これでいきなり契約が成立するかっていうと、まあ怪しいものだとは思いますけれども、ちょっとトップセールスという表現にはびっくりしましたね。はい。いや、言い方いろいろ考えますよね。日本の兵器がアメリカ兵器で、英雄でイスラエルに、まあ可能性全然ありますからね。はい。ねえ。だからですね、左派の人は軍事産業は濡れ手に泡みたいに思っているけど、武器輸出産業はそんなに甘くはないのだ。ああ、それはそうだと思いますよ。死の商人のようにお金儲けをするにはね、高いハードルがあるので、いくら高市さんたちが売りたいと言っても、結局は、まあ、韓国とか、まあ、他のね、武器輸出が強力な国の後人を今配しているわけですから、そこからゼロからスタートしなきゃいけないわけですよね。それで勝てんのっていう、気もするんですけど。まあそういう問題じゃないけどね。はい。言い方変えてお茶を濁すのは日本人の得意技です。いや、そもそも私は武器輸出に反対しておりますのでこちらには別に何も対応しなくていいです。はい。廃案すべきだと思います。というかね、基本やっぱりね、NSC だけで、議論しないで輸出できちゃうっていうのはね、ちょっとどうかしてますよね。立て付け、法律の立て付け的にだっておかしいじゃないですか。どこの国だって、どんなね、国だって、民主国家だったら、国会の議論とか議決なしで、アメリカでさえ、形式的には議会の承認が必要なんですよ。まあ、形式的なものですけどね。議会のだから武器輸出の承認が必要なわけですけれども、日本ってそれすら必要ないんで、まあ閣議決定でできちゃうわけじゃないですか、事実上ね。NSC 通すけれども。はい。だからね、正直そんなことしてもお金稼げないんだからやめろよって思うんですけどね。だからまあ、アナハイムエレクトロニクスみたいなスーパー超テクノロジーがあって、なんかテロリストにも武器売りまくるよみたいなことやったら確かに死の商人だと思いますけど、日本って多分そんなレベルにいかないと思うんですよね。だってポンコツな武器欲しいっていう人いないですからはい。まあそういう意味ではね、ある意味まあ、そんな一大産業にはならないだろうなっていう予測はあるんですけれども、まあ三菱重工とかはそう思ってないと思うので、そう、兵器輸出は勝てないでしょうね。本音ではやっぱり国に買い取ってほしいんだと思います。国内便のね、飛行機のサーチャージも始まるらしいですし、そうですね、減便も進んでますね。今やらなくてもやるべきじゃないですね、武器輸出はね。はい。だから日本はどうせ勝てないんだからその経済的合理性もそうだし、倫理的道徳的にももちろんそうですけれども、私はやるべきじゃないと思ってますね。はい。そう、マジでポンコツだったらね、そう、テロリストぐらいしかね、買いたいよみたいな一言言う人いないと思うのでね、本当に意味ないですよね。テロリストに売るわけにいかないので。はい。イランに特使を派遣した韓国、ホルムズ海峡で足止めされている韓国船籍26隻と船員の安全に配慮と要請した。一方、一人として中東に出向かない日本の閣僚たちということで、まあ、坂井野さんが嘆いておられますが、まあ、韓国はでもこのタイミングでね、イラン行ってるからねやっぱり印象がちょっと悪いですよね、非常に。はい。だからまあ韓国と日本って状況的には似てるわけですよ。ホルムズ海峡に対する依存度が非常に高くて、まあアメリカの同盟国でもあり、韓国はね、日本ほどアメリカ依存でないわけですし、まあロシアから石油買ったりしてるわけですけれども、ただアメリカを大きく裏切るっていうのもそれはそれでリスクが高いと。なので、まあ、中国とのね、あんまり取引とかは控えつつ、まあ、なんとかね、ホルムズ海峡でよくしてくれないかということで、イランと話しに行ってるわけですよね。まあ、本来、まあ、日本に期待されたのってこういう動きじゃないかなと思うんですけど、まあ、なんか全然なわけですよね。はい。赤字国債で軍需産業を支えたら円安インフレから抜け出せなくなりますし、軽い戦時中のようになります。そうですね。だから、ね、軍需産業をやっぱり支えてうまくいくのかっていう、韓国はちなみにまあ軍需産業が非常に強い国で、確かに死の商人という陰口も叩かれているわけですけど、まあ、当然ね、DPRK と対抗しているので、売らざるを得ないという事情もあるわけですが、まあ、それでも世界第5位か6位ぐらいで、まあイスラエルよりは下なわけですよね。はい。そうね、結局アメリカからポンコツの武器買ってる日本ですからね自分でそんな高性能の武器を生産できるのかという
話だし、そんな楽観的ではいられないんじゃないかと思います。だって韓国だってね、本気で日本がなんかそういうことしてくるんだったらね、対抗してくるでしょうからね。だからなんかアメリカの武器を転売するセドリアさんみたいなことだったらできるかもしれないけど、セドリアって、まあ武器商人、死の商人よりはマシかもしれないけど、セドリアやるのかよっていう。まあそれはそれで対外イメージが最悪になりそうですよね。はい。漫画エリア18も敵は死の商人軍事産業でした。昔のね、サイボーグ009とかもそうですからね。韓国は日本の官房長官にあたる政治家が直接交渉しており、民主主義を自力で勝ち取った国は強いっていうか、イ・ジェミョンさんがやっぱりすごいですよね。動きが早すぎる。備蓄に手つけてないですからね。はい。普通首脳会談だと握手からだよな。そしてですね、その他にもいろいろ足元を揺るがす話がいろいろ出てて、三菱 UFJ、三井住友、みずほが87兆円対米投資に頭を抱えているということで、相変わらず文春なのでね、セットラインにしか読めないんですけど、読んだ人によると、高市政権の87兆円対米投資はトランプ会談の手土産に87兆円投資するよって軽々しく約束したんだけど、政府は最初、JBIC と、ネクシーの公的資金で全部賄うから大丈夫ってメガバンクに説明したと。ところが実際は説明がめちゃくちゃ雑で、三菱 UFJ、三井住友、みずほの三大銀行がこれは無理だろって言って頭を抱えている。政府の見通しが甘すぎ、リスクも金利環境も国内事情も何も考えていなかったと。今度は態度をコロッと変えて民間銀行も協力してくれと圧力をかけている。公的資金でカバーするって言ってたくせに結局銀行、つまり預金者や株主にツケを回そうとしている。もし投資が焦げついたら政府は知らんぷりにして銀行のせいにする気満々。これはただのトランプのご機嫌取りだと。いうことでですね、三菱 UFJ は正直、いや、あなたがだって政府とベッタベタじゃないですかという言いたくはなるんですけど、三菱とかみずほの人たちも切れているという話ですね。だから5500億円もの対外投資をどうするのかっていう、我々の結局税金から取るんでしょという話なんですけど、それに対して協力するって言ってた、銀行のね、負担にならないようにするよっていうふうに説明してたんだけども、銀行の結局負担がすごいっていうことになっているので、やりたくないという、話になってるみたいです。やめればいいんじゃないかって思いますけどね。はい。石森章太郎を高市批判に使うなと言ってた漫画家いたけど、高市がブラックゴースト化してます。武器を輸出するということは戦争が継続することを望むようになるのですが、そんな国の人間でいるのは嫌ですね。いや、本当嫌ですよね。っていうか、日本のだから国税に反するのでやめていただきたいと思います。憲法違反ですよ。だから憲法全文に違反してますよね、9条じゃなくて。もうすぐ国民に安心していただける発表もできるというふうに言ってますけれども、何を発表するんでしょうね。っていうか、なんで民間が政府の言い分に乗らなきゃいけないのか、日本のこのお上が言うなら仕方ないという精神は何なんでしょうね。いや、本当ね、三菱もせめて普段からね、政府を批判しとけやっていうことなんですよね。だから、この状況を作ったのはあなたたちにも責任あるけどっていうのは言いたいですけど。そうですね。富野義行監督の発言先に取り上げるかな。ネット運用のとこでね、取り上げようかなと思ってたんですけど、今ちょっと話があったんですけど、ですね、なんか富野義行監督がですね、完全に切れてしまって、ガンダムの生みの親、富野義行さんがアニメージュ5月号でナチスドイツの例を見るまでもなく、独裁政権は大抵選挙で決まります。愚民の集団というのは本当にたちが悪いと思いますという、いや、愚民ってまで言ったら言い過ぎじゃないのかという感じですけど、非常に富野さんらしいですよね。はい。なのでですね、愚民の集団になってしまわないよう私たち一人一人が真剣に考えるしかない。なんとか日本には、世界への行動を起こしてほしいということでですね、戦争に反対するということを明確にされているそうです。はい。ガンダムファンでは反戦とは程遠い発言をしている人たちが多いです。彼らは単なるミリタリーオタクの気分に終始しており、結局肝心なことは何も伝わっていないのかもしれません。さらにプーチンの戦争責任やトランプ支持者の問題にも言及し、サッカーの NHK でもガンダムファンから出てくる言葉はモビリスーツ戦がかっこいいしかありません。今後輩たちがガンダムを作ったりしていて戦争体験の匂いがしません。完全な絵物語です。それは伝えられなかった僕の責任です。もう85歳なので遠回しな言い方では伝わらないと直球で語り始めたように見えましたと、いうことで、
まああまり付け加えることもないですね。だから富野さん反戦派だし、その武器輸出とかに反対してるんだからその意思を組んでやれよという話ですね。はい。そう。だから本来は国防のためにね、やってきたことですからね。はい。小泉くん、今日の国会で宇宙で軍事開発する話までしてましたっていう。いや、あいつほんととんでもないですね。あんな右翼だとは思わなかったですね。とんでもね、東洋防衛省でしたね。強い日本は日本人を守らない朝鮮特需みたいなのはもう言いたです。愚民の集団で東洋っていやまあ、愚民は多分日本人全員を指してると思いますよ、富野さんは。いや、その言い方さすがに強すぎだろうとは思いますけれどもでもガンダムファンの人たち本当に嫌いなんだなというのは伝わってきますね。いや、アニメージュがここまで踏み込んだ記事出すのもすごいですよねやっぱり編集部としてはね、割とは富野さんに賛同してくれてるのかなと思いますよね。アニメや漫画オタクの政治性を脱色したがるのはよくわからない。まあその辺もだから富野さんはずっと批判してるわけですよね。ちゃんと戦争ものを書いてるんだから戦争の悲惨さを伝えろよって言ってんのに、まあ全然そんな気がなくてね、軍事オタクみたいな人たちは、ね、タカ派になっちゃったわけだからみんな。何を学んでるのか、そう、オタク、だから漫画やアニメのストーリー見てないんですよね。ガンダムしか見てないでしょ、あなたたちっていう。だからガンダムがかっこいいのは確かですけど、確かにすごいですよ。この前はね、先行のハサウェイ見てきましたけれども、確かにね、薬ガンダムめちゃくちゃかっこいいですよ。でも、だからといってね、ストーリーを読んで戦争に賛成するのはちょっとおかしいですよねそういう話じゃねえだろ。戦争やテロを批判してるだろっていう風に思うんだけど、なんか伝わらないんですかね。ガンダムオタクの人にははい。アニメージョンの創刊号を持ってます。おお、すごい。アナハイムエレクトロニクスというガチの黒幕って、いや、アナハイムマジでやばいですよね。先行のハサウェイっていう、まあ、アニメではですね、テロ組織にガンダム売るんですよ。最悪ですよね。まさに死の商人としか言いようがない。だからアナハイムにもついても肯定的に書いてるオタクの人結構いるけれどもね、絶対富野さんは批判的に書いてますからね。はい。そう、政治性も党派性ですからね。はい。なのでまあ富野さんの言うことを皆さん聞いてほしいと思います。ですね。不安だけどもいずれ時期が来れば政府は当たって対応してなんとか破滅的な事態が回避されるだろうみたいに私も思いたいけどそう思える要素が1ミリもない。タイミング逃したらリカバリーできないのではないか。メディアが総力を挙げて警鐘を鳴らしまくりスクラム組んで突き上げ厳しく質問したらどうなのかということでなんか日経新聞がですねメキシコ産から原油100万バレル調達へみたいなことを書いてるんですけど100万バレルは1日分だったかな。なんかまあ数日持たない程度の量でしかありません。はい。はい。ちなみに、まあ、韓国は2億バレル以上確保しております。はい。っていうことですね。だから杉田水脈さんがゲゲの謎が好きだったりとか、まあゼータガンダムの時からね、そうアナハイムが悪役なのにみんなそのことを分かってなかったりとか、なんなんでしょうね。やっぱり自分の都合の良いように捉えてる人が一部にいるんじゃないかと。もちろん全員はそうではないと思いますけどね。はい。第2回オタクによる反戦でも開催する。そうなんだ。すごい。頑張ってほしいです。オタクによる反戦でも応援しております。はい。テスト的に確保した可能性もありますしっていう。いや、メキシコとはね、関係良くしてほしいと私も思ってるし、インパイムさんはね、分かってる方なので、まあ、それは、自体は別に反対しないんですけど、100万バレルはちょっと少なすぎますよね。せめて200万で単価1杯分ぐらいらしいんですけど、せめて2、300万ぐらい持ってこれなかったのかな。まあちょっと経緯がようわかりませんが、はい。100万バレルは1日分にも満たない。ありがとうございます。遅くありがとうございます。実はアナハイムエレクトロニクスの会長はシオニストだという設定が当初あった。そうなんだ。すごい。それは知らなかったです。ありがとうございます。没にだったんですね。やっぱり富野監督分かってる人ですね。なんていうかね、主催者の人はね、オタクの人なんですけれどもね、左翼オタクで、まあ、いろいろオタクと喧嘩してるのでですね、まあ、一部の人にはもちろん嫌われていますけれどもね、それだったらね、それ左翼でオタクやってたら嫌われるに決まってるのでね、まあ、そこで立ち上がったのはすごいなと思ってますよ。はい。
杉田美代のライディーンの替え歌。なんか聞いたことある。なんだっけ、あんまり思い出したくない。あんまり思い出したくない。まあ一応ちょっと検索しておきますわ。100万バーレルは半日か3分の1の量です。それもいつ来るか分かりません。毎日100万バレルならいいのですが、何日単位だか示されてない。いや、1回100万バレルで終わりだと思いますよ、多分。うん。これか。うわー、ひどい。ヘイトツイートだ。ちょっとすいません。注意してください。杉田さんのヘイトポストが出てきちゃったんですけど、勇者ライディーンをカラオケで歌うときは悪魔にライディーンを日本に置き換えています。立ち上がれ日本のテーマソングになっております。お試しあれって、これ2017年のコメントなんだ。すごいな、杉田さんって。マジで。この人ってオタクキャラじゃないよね。はい。恐ろしい。まあこういうことするのは本当害悪なのでやめてほしいと思いますね。原作にも失礼だと思います。ガンダム世界のレジスタンスのパトロンってどういう勢力なんでしょう。なんかなんだろう。ハサウェイではあれどういう勢力だったっけ。まあいろんな反政府派の人たちですよね。なんか作品中ではそこまで詳しく書かれてなかった記憶がありますが。これはねどっからどう見ても差別ですよね。まあ、こういう人をね、まあ、杉田さん落選しましたけど、でも結局、杉田さんが必要なくなったから落選したわけでしょ。だから自民党ってずっとこういうのを放置してたんですよ。お咎めなしで。それはダメですよね。はい。ダメだと思います。そして、まあ、この最後にワイルドピラさんという方の予測なんですけど、ホルムズ海峡封鎖で兵糧攻めされているのはイランよりむしろ日本のような中東石油に依存している国だろう。今現在の株価は今後のイラン情勢の予想によって変動しているのであり、石油供給不足による実際の影響はまだ出ていない。まあ、今株高なわけですが、それはね、別にうまくいってるから株高だというふうに捉えている、前向きに捉えている投資家の人多いみたいなんですけど、そんなことはないっていうことですよね。影響を受ける企業はすでに強い危機感を持っているが消費者や投資家には伝わっていない。それでもイラン情勢の出口が見えぬまま実際の影響が出始めれば加速度的にパニック売りが進む可能性が高い。またイランの石油輸出を完全に止めようとすれば同じようにイランへの石油の依存度が高い中国が本気でイランを支え出す可能性がある。もし中国の軍艦が中国に単価を護衛してホルムズ海峡を突破しようとすればアメリカの軍艦にそれを止めることはできないだろう。最低限の支援さえあればイランはどれだけ西側の制裁を受けても体制を維持することができるだろう。現にロシアも DPRK 北朝鮮も制裁によってある程度追い詰められはしたが結局崩壊には至らなかった。まあ先ほど示したようにロシアはねやっぱりリン酸とかが必要なわけだから窒素とかねカリウムとかを輸出し続けてるわけですよね。イランは実際に攻撃を受けているという違いはあるもののホルムズ海峡を封鎖すればイランは崩壊するという主張は根拠の乏しい楽観論であると。ということで、まあこれはその通りだろうと思います。だって実際大して自国にダメージがないから封鎖してるわけなのではい。まあイランとしてはどれだけ、いくらでもね、原油を売る手段はあるし、まあアメリカがいくら邪魔してくるとしても、いざとなれば中国を味方に引きつけることができるということで、まあ、アメリカに勝ち目はないので、さっさと撤退すべきじゃないかなと私はずっと言っているんですが、まあイスラエルがあんなんなのでね、相変わらず撤退しないと思うし、だから結局最初の話に戻るんですけど、高市さんの賭けっていうのはイラン戦争っていうか、まあイラン事案がそのホルムズ海峡封鎖ができるだけ早く解除されるという前提に立ってるわけですよね。だから大丈夫だと、備蓄を放出していけばなんとかなるでしょうという、まあ楽観的視座に立ってると思うし、まあ実際今のところはなんとかギリギリなんとかなってるわけですけれども、あくまでも供給不安が起きているのは見通しが立たないからであるので、原油そのものが完全に干上がってるわけではありません。ただね、こっちのね、まあ、アメリカのテレビではですね、270日間閉鎖され続けますみたいなことも言ってるし、いざとなれば中国が動き出して閉鎖するんじゃねえか、閉鎖を続けるんじゃねえかみたいな予想も出てるしで、まあ、楽観的な見方するのはちょっと難しくなってきましたよね、これは。はい。ということでですね。
純ちゃんさんの動画でスポット購入だって言ってたんで、ありがとうございます。すいません。ちょっとそちら見てなかったかもしれない。ありがとうございます。ご足ありがとうございます。勝手に中国を悪魔化するのやばすぎる。日本を正義の側に置きたいという欲望が見え見えで気持ち悪いです。2017年の段階ではまだちょっと批判されていたっぽい。いや、まあ、杉田さんはね、常に批判はされてはいるんですけどね。まあ、ヘイトツイートですね、ということで、ちゃんと批判してくれてる人は2018年にはいるんですけれども、はい。ただね、結局ね、X があんな感じになってしまいましたからね。はい。制度的には韓国から学べること多い虐待のストップセンター的とかね。いや、韓国に学ぶこと山ほどありますからね。だから、韓国、中国に学ぶこといっぱいあると思うんだけど、こんなこと言ってる場合じゃねえよっていう話ですよね。これヘイトポストだし。うん。まあ、主眼がね、中国にあるっていう風に言ってる人多いんですけど、中国って今のところ静観してるし、その致命的なダメージには結局なっていないので、まあ仮にトランプの意図がそこにあったとしても、その中国を干上がらせるのは難しいんじゃないかと思いますね。はい。そうですね。ナフサ不足に対応するためのスポット購入であり、中東情勢の影響で深刻化した緊急かつ一時的な調達であるということが言われてるみたいです。ありがとうございます。ありがとうございます。杉田水脈は進撃の巨人でもめちゃくちゃなヘイトツイートしてましたね。はい。日本政府は何の貢献をしてない。タイムさんゴーカラスです。来ていただいてありがとうございます。もともと日本は中国から朝鮮半島からずっと学び続けていたんだから、これからも謙虚に学べばいいんですということで、そうなんですよね。なんでしょうね。だからね、もうちょっとだから、その、中国に対するやっぱりリスペクトが足りないですよね。敵対的でもいいですよ。敵対的に考えてるとしてもやっぱりリスペクトはしないと、ね、間違えますよね、判断を。はい。だからですね。そこはね、ほんと問題あると思うし、まあ、それはね、右翼の人たちに限らず、レイシストと呼ばれる人全員の問題だと思うんですけれど、やっぱ中国を舐めすぎてますよね。だから結局下に見てるんじゃないかって思うんですよね。だからそうしてると全ての判断を間違えますよね。はい。ということでですね。まあ脱亜入欧ももちろん悪いし、日本がずっと行っているそういう中国と朝鮮半島に対するレイシズムですよね。はい。もう結局総括していないでここまで来てしまったので、まあこんなことになってんじゃないかなと。中国の方が国力で、中国や韓国の方がね、国力で今や上回っているのになぜか日本の人たちはね、彼らを見下し続けているという、わけのわからん状況になっちゃったわけですよね。だからリスペクトしなきゃいけないのに、リスペクトできてないわけでしょ。それはね、判断が歪みますよね。はい。もちろんね、中国共産党が正しいとはもちろん私も全然思わないんですけどね。ただそれはそれとしてね、やっぱりリスペクトはある程度必要ですよね。だって今や大国なんだから、はい。仲良くしなくていいけど、パイプは保っておかなきゃいけないですよね。日本に近い台湾海峡云々で軍備増強すべきと言われていましたが、遠いホルムズ海峡封鎖で締め上げられているので、軍備に何の意味があるのかと思ってしまいます。そもそも軍備には否定的ですが。まあだから、以前紹介しましたけど、イランのシャヘドっていう、高性能だけど、まあ、廉価なドローンを使って攻撃してるわけですけど、1体500万円ぐらいなんですよ。だから、ちょっとした高級車ぐらいの、ね、値段で買えちゃうわけですよね。で、それに対してアメリカは超高級なね、1億円とかするミサイルで攻撃していて、だから非対称戦争と言われてて、どう考えてもコスト的に見合わないから、まあ、ホルムズ海峡をドローンで封鎖されるとどうにもならないという話になってるわけですけれども、だからまあ戦争のやり方というのももう変わっているんだから、まあ日本もね、ドローン増強するって言ってますけれども、そうじゃないですよね。なんかポイントがやっぱり間違ってると思いますよね。非対称戦をどう戦うかっていう話になると思うんですけどね。ネトウイは中国にダメージ与えられれば日本が滅んでもいいという精神なんだ。いや、大してダメージ与えないで滅ばないでほしい。ボムサンコンカラスです。中国の世論も日本と変わらないので全面的にイランに協力するとは思えません。そうなんだ。ありがとうございます。意外とイラン寄りじゃないんですね。
中国大使館へ侵入した事件も一個も謝ってないですからね。そりゃ干上がらせられるわって感じですよね。ナフサ売ってよって言っても無理だと思いますよね。昔は結構音楽雑誌も政治や社会状況を取り上げてたのになんか最近全然ないですよね。ちゅうことでですね。やっぱりメキシコはちょっと今、ニュースソースが出てこないんですけど、ジュンちゃんさんスポット購入だっておっしゃってますね。まあ100万バレルなんで、スポット購入だと思います。はい。ね、多額化するのはね、まあいいことなんだけれども、まあ、ちょっとってで、日本の対中パイプがもはや河野洋平しかないっていうね。だから結局反中国って言って、岡田克也さんみたいな人を追い出しまくってですね、結局こうなってしまったわけですよね。我が国の明日はどっちだということで、はい、日本の未来を全ベットしないでほしいという話でした。はい、共産党のこと舐め腐ってる輩が防衛大臣が中国に謝られるわけがないというですね。はい、ということでちょっとお水飲ませてください。はい、失礼しました。ということで、なんかね、すいません。なんか、割と緩めに話していたらもう1時間半ぐらい経っちゃってるんですけど、まあ、雑談なのでこんな感じでいきます。はい。ということでですね、なんか、天皇制が崩壊するんじゃないかっていう話がちょっと出てるので取り上げたいと思います。明治の日法案を提出へ超党派議連が総会。超党派の明治の日を実現するための議員連盟。わかりやすい名前だね。は古谷啓二さんを議長としているらしいんですけど、総会を国会内で開きました。明治天皇の誕生日にあたる11月3日の文化の日を明治の日に併記する、祝日法改正案を議員立法で今国会に提出し成立を目指す方針だと。日本は近代化を進めた本当に重要な時期であり、この記念日を作ることは極めて重要ですって言ってるんですけど、いやー、明治天皇好きすぎでしょ。そんな、明治の日を作るためにわざわざ議員連盟とかあるんだっていうですね。まあ、もう何も言えんわっていう感じなんですけども、はい。っていうか、この石油危機の時に何議論してんのって感じなんだけど、で、まあ、メンツがですね、いろいろ、会長代行が森山さんですが、副会長稲田朋美さん、馬場信之さん、前原誠二さん、神谷宗平さん、幹事長原口和弘さん、原口和弘、まあ、立憲民主党ってまだ書いてるけど、副幹事長柴山さん、この辺少し変わってるのかな、落選した人もいますよね。事務局長になぜか重徳さんも入っておりますけれども、はい。勝手にしとけよ、もう。本当にもう。そんなこと言ってる場合じゃねえんだよ、こっちはよって。11月3日まで我々の石油が持つかという話をしているのに、なんで明治の日にするかどうかで議論しなきゃいけないんですかね。すごいよな。ね104さんコンカラスです。来ていただいてありがとうございます。天皇制崩壊素晴らしい。崩壊制ってすいません。ダジャレギャグではございません。はい。ちょっとちゃんと根拠があるので、これから説明します。そうですね。ボグとか GQ は割とね、リベラル寄りの記事とか出してくれてますよね。はい。そうですね。なんだっけ。戦前は、天皇誕生日のこと天長節って書いてたんですよね。うん。明治節の復活でし、明治節の復活でしょう。こういう人は保守ではなく復古主義者というのだと原口和弘がいる。神武天皇の世話聖職隊がと言ってた古谷啓二さん。うわぁ、鈴内さんコンカラスです。うわぁ。で、まあこのメンツがうわぁ感がすごいっすよね。ちゃんと神谷宗平さんも入ってるし、原口和弘さんも入ってるんだっていう納得感がすごい。わざわざ明治の日と併記したいというのはどういうことなんだというなんかほんと戦中の戦意高揚みたいですよね。
で、まあ、それに関連してですね、自民党の麻生太郎副総裁が今国会中の皇室典範改正を主張しております。力を尽くしたいと。これ取り上げてなかったんですけど、自民党の麻生太郎副総裁は16日に自身が率いる麻生派の会合で皇族数確保策に対し死活的課題であると述べた上で一国一部を除き各党の意見も出揃っており立法府としての意見を取りまとめ今国会中に皇室典範の改正を実現することが何より求められている。私もそれに向け全力を尽くしたいのだというですね。まあ安定的な皇位継承って何かっていうと、まあ要は旧宮家の人を復活させるという話でございます。だからね、男系男子でなきゃいけないわけだから、今ね、皇族の人が、継続的に男系男子を確保できるかが極めて怪しい状況なので、男系男子を絶対確保するといった上で、旧宮家の人たちを、まあ、復活させようっていう議論をしているわけですね。はい。いや、本当に意外性のないメンバーですよね、これ。反動主義者と陰謀論者ばっかりではないか。英治の精神、システムに戻りたいのが極右だろうか。ちなみに、後でそれ説明します。進化が同性愛を用意したの中で、XY 染色体が発見されたとき、これを性染色体と呼ぶことに反対する科学者も多かったことが紹介されています。なるほど、そうなんですね。就職染色体と呼ぶべきであり、性染色体と性を直接関連づけるようなネーミングを避けるべきだと。いやー、避けてほしかったですね。めっちゃ避けてほしかったね。男性器とかで、だから性染色体みたいなネーミングがね、非常にバイナリーなので、ありとあらゆる弊害をもたらしてると思いますよ、私は。はい。言葉が悪いです。はい。そういう呼び方しないようにしましょう。そこまでして天皇制を維持したい理由、それを説明します。はい。麻生太郎が、ごめんなさい、のり人だっけ。親王妃信子様の実刑で、明子女王と陽子女王の叔父だということを知らない人が多くて驚きました。麻生妃が男系男子派でも女系容認派でも議論から外れるべきです。皇族の親族が議論をリードするのは問題がありますよね、と。親族？友仁親王ですね、失礼。ということでですね、まあ皇族の一人である友仁さんという人がいるんですけど、友仁親王妃信子さんの麻生さんって実刑なんでお兄さんなんで、要は皇室関係者です。はい。まあ当然知ってたけど、まあそういうことかというね、正直納得感はありましたね。はい。だから皇室典範を改正した場合ですよ。だから自分がその旧皇族のだからその近くにさらに寄れる可能性があるわけですよね。はい。で、なんなら姪の明子女王が昨年スルッと宮家を継ぎました。もちろん後継者は今のところいらっしゃいませんが、養子先の候補になる可能性がありますと。まあ養子先の候補になった場合、麻生太郎のね血縁の人間とか、まあ親族の人間がもしかしたら天皇候補になれるかもしれない。このような関係者が今必死に養子案を成立させようとしているのですと。頑張るぜーみたいなね。そりゃね、天皇になりたいでしょうね、この人はね。だから天皇のおじいさんとか天皇の父とかっていう肩書きがまあ死んでからも欲しいみたいな、ちょっとゾッとしますけれどもでも絶対頭の中でそういうこと考えてても全然意外性はないキャラクターしてますけれどねそういうことかっていう。なんで男系男子みたいなことで死ぬほど言いまくるのがそんなに家父長制が好きなのかっていう感じだったんですけど、まあこういう実利的なやっぱ理由があるのかなという気がいたします。はい。ということですね。だからまあ皇室典範なんて私も正直どうでもいいんですけど、今のところ実力があるものがなるっていうよりは、こういったね、なんか皇室の周りにいるよくわかんない人たちが天皇とか天皇の父親とか天皇のおじさんとかになる可能性が高いっていう、そう、警備やけど私は皇族ですって納得してんのがおかしいっすよね。はい。武田恒康を踊ってくる可能性、いや、武田さんはさすがに踊れないと思うけど皇室は外交等に効果を発揮している。いや、でも、形骸の方がこれでは大きくないですかというか、これで天皇の正当性を維持できるんですかね。神武天皇の DNA の古谷ですら LGBT 法案に賛成してからね、東洋のバッシングを受けて、そうか、その時は賛成してましたよね。はい。
顔似てる。天皇とかいうよくわからない人の誕生日だけ祝日なのはおかしいと思うので、明治時代の人全員の誕生日を祝日にすればいいと思います。365日祝日にしましょう。ですね。天皇家の親族や関係者なら自由が利きつつ天皇の権威も利用できるので、天皇は、御簾の奥にしまい込んでおきたいのですというですね。いっそ天皇公選制とかにしたらどうでしょう。いや、私もそれがいいと思うんですけどね。平安時代の話かよ、外籍って現代の天皇人気はぶっちゃけ明仁さんと成茶愛の個人的人気で成立してるから、突然よく知らないやつが血縁だけで天皇家に来ても支持されないと思います。いや、私もそう思うんだけどね。はい。そう。逆に女系を認めると外籍に乗っ取られるみたいな、まあ、その可能性もなくはないけど、まあ、どっちにしろそうじゃないですか。だから、旧宮家復活させないんだったらまあわかるんですけど、藤原道長かよって、天皇制夫妻。すごいな。九州の田舎の百姓が明治維新のどさくさに紛れて、田舎の百姓っていう言い方は良くないと思いますが、炭鉱王になり、戦争捕虜や植民地だった朝鮮半島の労働者の命を犠牲にし金儲けした麻生家、ついに天皇家から皇位簒奪を企てるというのかというですね。まあ、右翼の人たちは結構マジで怒ってますね。これ皇位簒奪です。だし、さすがに麻生家が天皇家と、まあ、そのね、これ以上まあ親しくなったら、日本の天皇家の正当性とはっていう話になる気がするんだけど、いいんですかね、こんなことして。まあこれで天皇制の崩壊が進んで、なんかだから天皇やめろデモが起きたりとか、公選制がね取り沙汰されたりするのはまあいいことじゃないかと思います。天皇の代わりに大統領を選びましょう。皇室には人権がないので国益どころか日本国による搾取です。いや、その通りですね。皆さん、コンカラスです。選挙権ないとか政治的発言が許されないとか人権踏みにじられてますよね、血族。天皇制やめましょう。天皇やめろでも楽しそうって思っちゃった。いや、やめましょう。天皇やめろで楽しい。皇室なくすべき。反天皇でもすでにあります。王を削り下ろすのは、まあそうですね、共和制的には正しいですよね。反天皇は長い間反天皇デモしてるんです。なるほど、ありがとうございます。そっか、反天皇についてはすいません、よく知らなかったですね。任期途中で退任する天皇とか、いや、一応まあ、上皇は天皇を途中で辞めたんじゃないですか、一応は。はい。ですね。だから、象徴天皇制自体をやっぱりやめさせたいっていうことであれば、当然引きずり下ろす意味はあるんじゃないですか。で、まあ、立憲君主制やめるってことですからね。もちろん憲法改正必要になるから事実上難しいとは思いますけど。で、まあ最後にオチとして挙げておきたいんですけど、100名超の国会議員が明治天皇の誕生日11月3日を明治の日とする法案を提出しているそうです。一方、明治天皇の遺徳を後世に伝えるため築かれた明治神宮外苑は自公政権が認めた再開発で、三井不動産や一等中商事によって破壊されています。この破壊を止めないくせに何が明治の日だって言うんですかと。まあ、リベラル派のね、坂本龍一さんとかもまあ一緒になって、言っていた明治神宮外苑の開発ですけれども、まあ右翼、この御堂建築さんは割と右寄りの人だと思うんですけど、右翼の人がやっぱり一番熱心に反対してたわけですよね。明治神宮を破壊するのはどうなんだっていう。まあでもまあ三井不動産がいいって言ってんだからいいんだっていう理屈で無視したわけですけれども、なんかね、明治天皇には同情しないけどちょっとかわいそうになってきますね。なんか都合よく利用されてるだけですよね。だからもう明治天皇を祀ってるとこに関してはこのようにボコボコにして破壊されているというのにでもなんかあれなんですね、明治の日は作るんですねみたいな。はい。まあ国民主権ならそもそもいらないですしね。ついでに建国記念日の反対デモも行きたい。でも天皇制を終わらせるのに旧宮家を推進しようというのは、もちろんそれは違うと思いますしね。すいません。私は結果的に崩壊するんじゃないかっていう話をしてるだけであります。はい。
秋篠宮さ天皇は特別な育て方されしたものしかなれない。自分では無理って言ってるのに、ほぼ一般人のおっさんが天皇に即位できるのか、そんな天皇を国民が支持するのか。いや、絶対支持しないと思いますよ。支持しないと思うし、そんなことしたら本当天皇制崩壊するんじゃないかと思います。はい。誰も麻生太郎が天皇だって認めないでしょう。いや、彼が本人が天皇になるわけじゃないけどさ。なんで起源説が現代に復活してるのかしら。あと神話を額面通りに受け取って西暦に直してそれを祝日にするとか普通に恥ずかしい。確かに西暦だからおかしいですよね。後期にしろよっていう話だ。はい。明治神宮とかいう神社本庁の資金源。もちろんね、神社本庁の資金源だし、だから基本的にね、擁護してたの右翼の人たちだと思うので、まあ割とね、リベラル派の人にも結構賛同が広がってたから、これは、どうなんだろうなと思いつつ見てたんですが、私は消極的に賛成して、坂本さんをね、支持してたので、消極的に署名とかしてましたが、だから、右派の人たちの一貫性のなさすごいなとちょっと思いますね。そう、明治神宮の街路樹こそね、守るべき価値のあるものだったと思うんですけどね。はい。毎年敗戦記念日に靖国神社前で反転伝デモでやってますということで、なるほど、ありがとうございます。明治の日に100人の議連、原油のこと心配してる議連ってそんなにいるんだろうか。明治天皇の遺徳を再開発とか、ですね。そっか、宮様ね、起源説反対運動してましたもんね。県の職員募集のホームページ見てたら、日本国憲法その下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他を結成し、またはそれに加入したことを該当しないことが応募条件になっていましたと。暴力で破壊するのって何？それ共産党も入ってるってことなんですか？共産党は暴力革命否定してるはずなんですけどね。よくわからないな。はい。ということでですね、なんかほんと矛盾に満ちた、天皇制なんですけども、明治の日になったらその日にでも開催するかというですね、まあ、開催するしかないですね。反転連さん、ちょっとごめんなさい、ちゃんと詳しくあれ調べてなくて。でですね、1984年から反対運動してるんですね。すごいな。ガチだな。でも反転連は震災翌党派の反皇室闘争とは異なっており、反転の性そのものを主要な活動とし、皇室や靖国神社に関する様々な活動を繰り広げているということで、震災翌じゃないんですね。なるほど。ありがとうございます。まあ、反転連がね、なんかこれいう団体がね、中心になって大規模デモとか起きたらすごいですよね。革命的だと思う。はい。でも、明治の日になったらね、やりかねないっすよね。はい。三笠宮さんですね。明治神宮は、外苑を使って、無限に建築国債を発行させていて、お小遣い不動産業でお小遣いというですね。そっか。やっぱり明治神宮自体もね、開発で金儲けはしてるでしょうね。なるほど。明治の日、昭和の日はあって大正の日がないのは昭和に改元してからずっとなんですが、それは究極的には大正天皇が都合の悪い存在だったからです。大正天皇ほど、のおっさんは終身名誉大日本帝国天皇不適国者で病気をいいことに、優勢されていましたということで、まあだから大正天皇の話しないんですよね。はい。大正天皇が一番まともな天皇だったと思いますけどね。はい。まあね、寿命は短かったけれども、そうでも天皇制ことね、暴力そのものですからね。だから義人さんとか昭仁さんがまあいくら個人としてはいい人だからといって、まあ天皇制自体をやっぱり肯定するわけにはいかないとは思いますね。東洋はね、共産党、極左暴力集団って言ってるんですけどね、それは角丸派とかの一部の故障であって、角丸派でさえ最近暴力沙汰を起こしてないんですけどね。はい。っていうことで、まあ、天皇制はですね、徐々に、解体していくのがいいのではないかと思っております。はい。まあそうですね、昭和天皇はね、大正天皇に対するアンチテーゼみたいな感じで、まあ教育されたからっていう話は以前もね、されてましたもんね。はい、ありがとうございます。補足ありがとうございます。まあただね、やっぱり天皇の人徳がどうであれね、その天皇っていうシステム自体に問題があることはもはやね、日を見るより明らかなので、はい。まあだから、破防法団体、開始対象なのはね、それは公安がやってることなんですけれども、実際暴力沙汰を起こしていないのでね、はい。
ということで、天皇制と明治の日の話でございました。ということで、ちょっとお水飲ませてください。すいません、そっか。共産党さんの、新左翼に対する名称は、偽左翼暴力集団ですよね。ごめんなさい。極左暴力集団は公安用語だった。はい、大変失礼しました。そうですね。反王室はね、思想ですからね。ずっと脈々と、その共和主義的な人たちは、引き継いでる思想だとは思うんですけどね。最近すっかり廃れ気味なので、なんとか反天皇が盛り上がってほしいですね。はい。ということでですね。ただ、天皇制の話はね、なんかそういう関連的な話は右翼の人好きなんですけれども、実際我々のところに迫っている問題があるので、OTC 類似薬の話などしたいと思います。OTC 類似薬追加負担求める改正案が可決、衆院厚生労働委員会ということで、市販薬と似た成分や効能を持つ OTC 類似薬を処方された患者に追加負担を求めるとした健康保険法などの改正案が、与野党の賛成多数で可決されてしまいました。はい。OTC 類似薬の、追加負担に反対します。署名やってない人はよかったら署名してください。いやー、ほんと畳みかけるようにきますね。そして恐ろしいことに、OTC 類似薬の、この改正案に関しましては、反対したのは共産党のみ。賛成政党、自民党、しょうがないね。当然だね。維新の会は当然だね。中道改革連合。中道改革連合、国民民主党、参政党、チーム未来。お前よお前よふざけんなよっていうちょっと話をしたらですね、中道の人から怒られたりとかいろいろあったんですけど、ちょっとその辺を解説しようと思います。もちろん、ベタに全面賛成したわけじゃないんだけど、いや、ちょっとありえないですよね。政治判断どうなってるんですかね。いや、ここは、だから突っ張れておくべきところでしょう。少数野党として。はい。いや、反対したのがついに共産党だけになってしまいましたよね。すげえやってうん。そうですね。うん。反王室のナショナリズムは普通に存在しますからね。はい。中道は賛成でしたね。社会保障費抑制はね、このような手段で行うべきではないと思います。で、OTC 類似薬をね、抑制したところで大した削減効果はないっていうのはね、試算されてるところなので、はい。中学は最近、全学年の学生の大部分が除名された。あ、そうなんだ。中学もどうなってるのかな、なんかよくわからないですね。いや、デモとかに来てくれるだけならいいんだけど、やっぱりビラ配りはちょっとやめてほしいかな。生活保護は自由診療禁止なので、保護利用者が受けられる医療が確実に狭まります。いや、ほんとね。だから、弱い人から犠牲にするような今、立て付けになってるから、そうではないですよね。今やるべきことじゃないでしょう。ギャンブルニキさん、こんからです。衛星政党大集合。中道は何がしたいのですか？中道はもう敵でいいのでは？いや、敵ではないんだけど、付帯決議は役に立ちません。木村友さんの記事とか普通に広まってるし、これに関しては賛成の余地がありません。結局弱者を切り捨てたいだけです。弱者を切り捨てて小銭を集めてもしょうがない。そうですね。だからこれでね、税金の環境とかが別に良くなるわけじゃないですからね。はい。社会保障費より米空の不良在庫を書かせるってる方がよっぽど負担でしょう。中道の元立憲議員は散々批判ばかりと言われたせいか萎縮しちゃってますよね。いや、すっかりなんかビビっちゃってるのかなという気がしますね。強い日本は日本人を守らず、ですね。
木村友さんですが、許せないのはあたかも OTC 類似薬の一部負担増だけをお願いするという体で出してきた法文が、その他のあらゆる医療に関する費用までも厚労大臣の判断で自己負担とできるということです。国家的詐欺でしょう。廃案一択ですよ、このようなものということで。以前の配信でも取り上げたんですが、国民配行権が最悪の場合崩壊するのではないかと。プレジデントオンラインはちょっと煽り気味のタイトルつけてんだけど、確かに理論上可能なんですよ。では、理論上可能なのかっていうことを、共産党さんが確かめたんですけど、この法案ですと医師が必要だと判断した場合、薬剤費は全額負担することもできるっていうことになりかねないですが、それはありえないですよねと聞いたんですよ。そしたら、法制上は薬剤費の全額負担も可能でございます。可能なのちょっと信じられない答弁ですね、これ。すごくないっていう。だから、お医者さんが薬を出すじゃないですか。で、薬剤費を我々に全額負担させる、可能性があるわけですよね。さすがにこれは否定するかと思って質問したのですが、この答弁にはびっくりしました。こんな答案の廃案しかないですっていうことで、いや、私もそう思います。いやー、すごいっすね。だから、共産党さんの質問は通告してるだろうから、あらかじめだからこう答えてもいいだろうっていうことで、こう答えるつもりでいたんでしょうね。実際だから、薬剤費の全額自費も可能になりうるという、法律なわけですね。はい。そう、新自由主義的な政策はね、未だに大手を振ってますし、国民皆保険を破壊するのが目的なんだと思いますよね。はい。批判ばかりして何がしてきたのかという問いには怒りが湧きます。考える必要は少しはありますが。だからね、それはやっぱりひるむべきじゃないと思いますよ。批判がね、だって立派な仕事だから、批判ばかりしてみたいなことを言うやつの方がおかしいんですから、やはりそこは萎縮しないでほしいですよね。はい。だからプレジデントオンラインさんは、実際ね、国民皆保険を破壊して、保険会社などに利便を図るの、目的があるのではないかと。今の段階ではね、証拠がないので、あれです。そこまで断言できないですけれども、ですね。なんでしょう。やっぱりね、やっぱり削るところ間違ってますよね。だから社会保障費を削るにしたって、社会保障費だっていろいろあるわけじゃないですか。で、なんで OTC 治療薬と、高額療養費なのよりによってって、一番困るところをついてきてるわけですよね。だからそれは保険会社の都合ではっていうふうに言われるのはしょうがないんじゃないかと思います。はい。ですね。なのでね、中道別に、中道さんはごめんなさいね。すいません。全否定したいわけではないです。中道支持の方もいらっしゃるとは思います。のでね、そういうことを指定したいわけじゃないんですけど、ただね、さすがに今回はね、やっぱりがっつり否定してくれないと、我々としてはやっぱり困るなというちょっと話ですかね。はい。そう、開放権制度を禁止してもね、そう、国王領を取るのは多分やめないでしょうね。はい。ですね、これはさすがに社会保障を削ることで起きる不経済の方が深刻なのではないかとは思いますが、はい。ねえ、例えばね、今、国債費がべらぼうに膨らんでるわけですけど、国債費って 28.2 兆円なんですよ。で、社会保障費に対して 38.3 兆円なわけだ。38.3 兆円ぐらいかかってて、確かに一番負担量高いわけなんですけど、国債費に対して対策するんだったらね、国債を削らなきゃいけないはずなんですけど、あまりそういう議論はないですよね。はい。ご参考までに衆議院厚労委員会の委員名簿を添付します。この全40名を反対したのは共産党の辰巳幸太郎さん一人だけだったということで、ほとんど自民党なので、確かに中道の人が悪いとか、悪魔化したいわけではありません。中道の人はですね、1、2、3、4人しかいないので、全員が、共産党に連帯してくれたとしても、反対5人で、未来も賛成もですね、維新も協力、国民も賛成に回ってしまったので、反対は5人だったという、ところではあります。はい。それは事実として書いておく必要はあると思います。ウォーキングイソックスのゴカラスです。最近 X の翻訳機能のおかげで日本のネット用のヘイトコメントが全世界にさらされてますね。はい。前回の配信でもそれ取り上げました。よかったらチェックしてください。ありがとうございます。
で、まあ、他にはね、まあ、自民党への献金、これは昔の赤旗の記事ですけれども、2月かな、軍事大手 2.2 億円ということで、まあ、こういったね、動きの後ろに何があるかっていうと、自民党への、献金額が、高い企業ほどですね、今、軍事産業とかで、まあ、武器輸出とかしてるわけですけれども、に対する契約を結んでるんじゃないかという、まあ、疑惑が出てきてまして、確かにこれ、ほぼ比例してるんですよね。日立製作所は3500万円の献金に対して798万円なんで、そんな大したことないんですけど、まあ、ほぼほぼ自民党に献金してる企業が、まあ、揃っているという、まあ、それはね、献金を無駄にしたくないからねという話なのかもしれませんが、まあ、こういう状況の中で、やっぱり、その特定の企業に利便を図りかねないようなことは、やっぱりやるべきじゃないかなと思いますよね。うん。そうですね。自称フェミニストのトランスレーターには本当気をつけなきゃいけないですね。そもそもの経済成長しないで財政赤字を減らすなんてのはバブル以降の自民党の財政論は最初から不可能です。だから医療費が減らされるからしかなくなるという。まあそうなんですよね。結局経済成長もしないし、なんでしょうね。無駄を削るみたいなこと言ってたら、それは人件費とかね、その社会保障費とか削っていくしかないわけですよ。でも無駄じゃない、そのお金って別に無駄ではないし、だから人口ボーナスがあったわけですから、その人口を増やすなり、もっとね、移民を受け入れるなりね、いろいろやってたら、私は移民受け入れ賛成派なので、はい、全然恥ずかしくないので言いますけど、なんか、まあ、解決してた問題がいっぱいあるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、そういうことやってこなかったわけですよね。うん。2.2 億円ポッチの献金のために国の根幹が揺らぐなんてっていうですね。議会制民主主義の野党の役割は政府批判であり、政府批判をしない衛星政党の野党しか存在しないのは権威主義のヘゲモニー政党制である。いや、その通りです。中国とかは全部ヘゲモニー政党ですからね。はい。ですね。愛知の三菱重工、岐阜の川崎重工。石破さんもそうですけど、まあ、基本的にその企業団体献金をね、禁止しないっていうのは自民党の方向性では一致してはいると思います。だからそれは高市政権だけが悪いわけではないですね。公安的な解釈で共産党を好んでるのかなと思ったけど、三菱だか川崎は F15 戦闘機をライセンス生産してませんでしたが、確かどっちかやってますよね。三菱か。ありがとうございます。はい。やっぱり三菱重工なんだなで、すいません。中道改革連合さんを全否定したいわけではありません。まあ、今回に関しては、付帯決議とかをつけたかったので、まあ、賛成に回ったというような、まあ、説明がいろいろなされているわけなんですけれども、まあ、やっぱり無意味性がちょっと高い。なぜかというと、相手っていうか、相手と法律の性質の問題だと思うんですね。まあ、例として、2023年に入管法というのが改約されました。その時に、立憲民主党当時は反対に回ったんですよ。で、その時に国民民主党は賛成したんです。で、賛成して河合さんっていう人は、さっきもなんか名前出てた人だけど、まあいいや。入管法改正案は付帯決議をつければいいんだと。だから、反対ばかりしてないでねっていうことで、いろいろね、これは本当ちゃんとした付帯決議つけてくれたんですよ。だからこれは国民民主を素直に褒めたいんですけど、紛争避難民のみならず、恣意的な剥奪や、真に、保護を必要とするものを確実に保護するように入管は努めてくださいっていう条文とかをね、がっつり入れたんですね。だから、いや、国民民主党もちゃんと仕事してくれるじゃんって私は当時は結構思ってたんですけど、まあ結果的に何が起きたかっていうと、まあ去年のね、入管法に関する運用の監視でも見てても、送還停止項の例外を送還したものは59人。要は、当時のまあ最悪の解約だというふうに言われていた、3回以上ね、難民申請したら、難民であろうとなんだろうと容赦なく強制送還するっていうのを52人に適用したんですよ。まあ他の方はね、実刑判決とかがあったんで送還されてしまったらしいんですけど、だから、ガン無視してんですよ、入管は。この付帯決議っていうの。要は、まあ、付帯決議って法的拘束力ないし、法律に書いてある事項じゃないんで、別に無視してもいいわけですよね。まあ、良識がある組織だったら無視しないんですけど、入管に良識というものは全くないので、当然無視しますよね。当たり前じゃないですか。だからまあ、正直、国民民主が悪意を持ってこういうことをやったわけではないと思ってますけど、まあ、あまり意味がなかったですよね。はい。
で、児玉光一先生は2004年の入管法改正時の、これはまた別の話ですが、付帯決議をつけたと。この時も付帯決議がつき、被収容者の人権に十分配慮した適切な処遇を行うとともに、仮放免の的確な運用に努めるという付帯がついた。少子千万である。いかに付帯決議に意味がないかがよくわかる典型的な例であると。だから当時はね、民主党とかが反対してこういう付帯決議をつけてくれたんだと思いますが、全く何の意味もなかったですよね。はい。そもそも入管は人権を守る気ないんで、はい、付帯決議なんか知ったことがあって法律に書いてないだろっていう理屈なわけですね。はい。だから悪意を持ってる人間には強制力のない法律は正直あんまり意味がないです。ただのマナーなので、はい。ということでですね。そう、付帯決議は法的拘束力がないんですよ。だからですね、正直、中道さんにはガチガチ反対してほしかったですね、今回に関しては。申し訳ないけど。だから税否定するわけじゃないけど、ちょっと付帯決議をつけたり賛成に回るっていう動きはね、やっぱりまずいんじゃないかと思いますよ。事実上肯定してるように見えるから。そうですね、質問と答弁を議事録に残すという面では中道はやってると思いますけどね。はい。ナミさんコンカラスです。法律を無視する自民党に付帯決議は意味ない。自民党が全て法律を無視してるとは、最近はちょっとあれだけど、私も言わないけど、入管に関してはね、マジで法律を守ってるところの方が少ないっていうか、自分に対して強制力のある法律以外は何も守ってないので、だから付帯決議なんて全くガン無視なんですよ。一つも守ってないから。国民民主はね、ちゃんとした付帯決議作ってるんですよ。本当にこれ内容的には別に問題ないから、ちゃんと人権に配慮した付帯決議をしたんですけれども、ガン無視。4年間以上。このね、決議から3年経ってるけど、無視し続けてる。だから悪意ある組織にはやっぱりこういうものは通じないわけですよね。そう、条文に入れないと意味ないです。入管は気にしないので。はい。河合議員は当時 YouTube に嬉しそうに流してたな。そうですね。河合さんはなんかで嬉しそうでしたね。私が通したんだというね、付帯決議をちゃんと入れたんだという、変って言ってたような気がする。意味なかったですね。はい。秋山さんおやすみなさい。そう、悪の組織には意味ないんですよ。で、1938年の国家総動員法にも乱用しないこと、平和的な外交政策を取ることという付帯決議がつきました。3年後、日本は真珠湾を奇襲攻撃しました。付帯決議というのは法律ではありません。だから法律の条文を検索しても付帯決議などはくっついてません。チャット GPT に聞いてみました。付帯決議は権限の乱用防止、平和外交の維持という建前的な制約を政府に求めたものですが、実際の運用を強く縛るというものではなく、国家総動員体制の進行を止める閣僚よりはほとんど果たしませんでした。はい。俺は付帯決議が意味がないとまでは言ってないと。モルドさんは共産党支持の人です。歯止めにはならないと言っている。また多くの国民による反対運動に連帯しているかのように見せながら、それら国民の同意を得ずに土壇場で裏切る行為が野党第一とはやはり第二自民党に過ぎないのかという政治不信を生み出すことを指摘したい。そもそも付帯決議があろうとなかろうと、国会や法律や不備や運営の問題点を法律施行後も追及できるのだから、付帯決議がついていないんだから批判するなということにはならない。だから付帯決議がつかなかったらお手上げということにならないはずである。だから結局は法案賛成の口実にしかなってないと。モルドさん非常に厳しい、言い方をしてるんですけど、正直で、今回に関しては法律自体が悪法なので、そうとしか言えないんじゃないかと思います。だから決して賛成してはいけないものに賛成してしまったという、履歴がついちまったので、まずいですよね、これは。政治的にどう考えても。はい。そしてね、また今回も入管法が改悪されてしまいましたしね、24年にも改悪され、そして今ね、エスニックの人たちが、ビザの要件を厳格化されたりとか、そういったところにも影響されてるわけですよね。で、野田さんがなんかこのタイミングでインタビューに答えたんですけど、答えなくていいですよ。中道結成には自民党の一部も前向きであったと。そんなところだろうなと思ってたんですが、中道改革連合の前代表野田さんは、時事通信のインタビューに応じ、立憲民主党、公明党両党による中道結成の原因を具体的に証言。公明党が連立政権を離脱した2025年秋から新党構想も視野に入れた協議を開始し、自民党に接触も図り、前向きな返答を得ていたと。だから本来であれば、自民党
とかその国民民主を巻き込んだ連合にしたかったんじゃないかと思われます。このインタビューによれば。今回は惨敗したが逆も起こり得るので非自民勢力が結集し二大政党を中心に政権交代の可能な政治を目指すべきだと訴えておられるんですが無理ですよ。それはもう無理。だから失敗したでしょあなた今回見事にミスったですよね。その前にだから玉木首相がポシャった時点でミスってたんだと思うんですけど、申し訳ないけどこれは失敗ですよ。政治的な失敗です。はい。だから国民民主、維新も場合によっては巻き込み、自民党の石破さんとかね、一部も巻き込み、反高市連合の保守の連合を作れるんだったら、確かに中道改革連合もね、もっと価値があるものになってたと思うんですけど、私は正直、申し訳ないけど、立憲と公明に分かれた方がいいんちゃうかなという気がしています。分かれるか分かれなくてもいいけど、やっぱり左派リベラル色をもっと出すべきですよね。でないと受け皿にならないっすよ。って思いますけどね。どうなんでしょう。社交辞令というものを知らないのかいや、野田さんがどこまで話してたか分かんないけどね。自民党にだから声かけしてたのに立憲民主党の生代わりも言ってなかったっていう話ですからね、それはうまくいかないですよはい。ただね、私は別に柔道を全否定していたわけではないです。ただね、やっぱ方針を転換した方がいいと思います。なぜかというと、こういう事件があったんで最後に紹介したいんですが、自民党の重徳和彦さん、保守派なので私はあまり好きじゃありません。好きじゃないんですけど、SNS で、自民党を批判したことをめぐり、自民党から謝罪と訂正を要求されてます。で、理事会で、中道側は事実関係を確認すると言って持ち帰ったが、重徳さんは、一切応じる気はないと。ですね。で、与党に関しては、何を言ってんのか私もよく意味がわからないんですけれども、謝罪、SNS でね、批判したことを謝罪して訂正しろみたいなことを、重徳さんに向かって言ってるらしいんですよ。だからよっぽどのこと自民党に返して言ったんだろうなと思うんですけど、ちょっと聞いてみてもらっていいですか。私もね、重徳さんの、だからそういうインタビューとかあんまり見ないから、ちょっとちゃんと見たの、久々だったんですけど、はい。重徳さん嫌いな人はちょっと1分ぐらい我慢しておいてください。今日の午前中に防衛装備移転3原則運用指針の見直しが閣議決定されました。そして届いたのがこれですね。特にポイントのところはピンク色にしてありますが、今まで防衛装備品、いわゆる武器ですね、国内で作った武器を海外に移転、すなわち輸出をするということは厳しく制限されていました。これは平和国家日本としての基本姿勢だと思うんですよね。今までは移転できるのは5類型に限定されていました。救難、輸送、警戒、監視および掃海ですね。なんですが、今回はですね、なんとですね、今後すべての完成品、戦闘機、護衛艦、潜水艦など部品、技術および修理等の役務の提供の移転を原則可とすると。原則5類型だけだったものが殺傷能力可能な武器も原則移転可能になった。これが極めて大きいんです。今まで日本は戦後70年80年長いことかけて平和国家のブランドを築いてきました。日本で作った武器を使って命を奪われた人っていうのは世界中誰もいない。こういう状況が今までずっと続いてきましたが、殺傷能力のある兵器を海外に輸出できるとなると、最終的にはどこでどう使われるか日本限りで管理しきれるものではないと考えた方がいいと思います。そうなると今まで築いてきた平和国家のブランドが崩れるのは一瞬だと思います。しかも法律ではなくて閣議決定で行えるということも私は非常に深刻な問題だと思っています。ですからこれに関しては外為法の改正を通じて行うなど、法的にきちんと国会が関わる形でこのルールを作るべきだと思っていますが、もうすでに閣議決定をされたということですから、国会の監視をこれから一層強めていきたいと思っています。そしてこの問題を今日本会議場で質問を我が党の山崎議員がしたんですけども、なんとですね、防衛大臣は答弁に立たないと国会の中の議運で決めたということです。これはもうむしろ次元の違う国会における議員の質問権を制約するものですから、これはとんでもないことだと私は思っています。5類型の撤廃は日本の平和国家のブランドを崩すものになると思います。チゲトーク。はい。まともなこと言ってないですかすごいちゃんとしてたので、ちょっと、嬉しい驚きだったんですけど、だから、70年かけて続いてきた平和国家のブランドを破壊していると。で、しかも、防衛大臣にそのことを閉ざしたけれども、小泉はまともに答えさえしないっていうことを言ったんですよ。で、これが自民党への誹謗中傷に当たるのってファシストでしょここまでちゃんとした言い方してんのにさ。だから、もともと保守派の人ですよ、重徳さんってもちろん。左翼でも何でもない。ねえ、もともと立憲希望の党とかにいた時代からずっと保守右翼
国ってね、まあ割と批判的に言われてきた人が、ここまで穏やかに、まあちゃんとね、それは平和国家のブランドを破壊するからやめた方がいいんじゃないですか、せめて国会で審議した方がいいんじゃないですかっていう、非常に本当なことを言っただけですよね。で、これでさ、そんなブチ切れて、SNS に書くなみたいなこと言い出すのって、やばいですね。はい。まあなので中道はね、もうこういう人たちなんだっていうことは、ちょっと、考えて自民党には対処した方がいいのではないかと思います。はい。ということで、ちょっと中道改革連合、まあ頑張ってほしいけど、ちょっと方向性が違うのではないでしょうかという話でした。はい。左に切れやそう、左に切れやしかないんですよね。そう、中道と左翼になれとは言わんけど、やっぱりリベラルになるべきですよ。リベラルを前面に出していかないと、保守を前面に出しちゃったら国民民主と被ってんだから、それは人気出るわけないっすよ。ねえ、それ左翼だったら共産党の方が魅力的ですからね。うん、そう。だからリベラルが受け入れられなかったとかいうね、寸判者の総括やめてくださいよっていうところですよね。はい、自民党が問題視しているのは国会における議員の質問権を制約するの部分だと、まあそうですね、一応返してるんですけれども、それはでもこれはしょうがないんじゃないですか、言われても。まあ、本人のコメントはですね、本会議で質問した山崎議員に対し、小泉防衛大臣は答弁せず、これ問われずとも説明すべきぐらいのことじゃないでしょうかと。だから本会議質問に対して大臣が答弁しなかったのは過去に記録がないですよって、小泉さんどういうことなんですかという。だからね、議員の質問してんのになんで答えねえんだっていうことを、言ったんです。確かにそこは強かったかもしれないけど。でも、小泉さん、それに対して誹謗中傷だとか言っちゃうんすかっていう、感じじゃないですかね。ちゃんと議論してほしいですね。いや、でも本当ね、一歩、ここまでいったらね、言論弾圧に近づいてますよね、限りなく。うん、だから高市さんの投稿のからもよほどひどいでしょ。うん。そうだから中道さん今ね、中道ならぬね、中途半端党になっちゃってるのでね、いや、言ったら申し訳ないんだけど、だからね、やっぱりもうちょっとリベラル派にウィングを広げてほしいですよね。だから、保守を前面に出しても勝てないんだから、そこは本当に考え直していただきたいって思います。主に議員運営委員会が起こってる。あ、そうなんですね。ありがとうございます。じゃあ小泉本人が大抗議したわけじゃないのか。そこはすいませんでした。でもなんでそこまで怒ったんでしょうね。そんな切れるようなことじゃないと思うけど、私は。だから重徳さんだからなんかすごい嫌な言い方したのかなとは思ったんだけどすいません、本人に対する好感度が低かったのでそう思っちゃってた。重徳さんの言い方が悪いんじゃねえかって最初思ってたんだけど、そんなことなかったぜって思ってたのでちょっと取り上げました。はい。ということで大臣はちゃんと答弁してください。はい。なのでね、まあ私はだから中道さんに対しても、まあ他の政党さんに対しても無党派左翼なので、まあね、基本絶対支持で接するんだけど、まあとにかくね、今の自民党に対してね、抵抗していかないと、まあ、ネトウヨ党になってしまうからはい、なんとかしましょうと思います。はい。ということで皆さんお待ちかねしました。すいません。時間かかっちゃいましたが、ネット運用の皆さんの話をちょっとしようかと思います。このスレッドではインセルや他国の極右の人々を見分けるためのサインを警告しておりますと。このツイートがね、まあ、鬼バズって370万回ぐらい再生されてるんですけど、まあ、すごいですよね。私も、知らなかったのが多かったんで参考になりました。日本オレンジ桜国旗わかりやすい各国のねオルトライトの人たちがまあ好んで使う絵文字、まあこれを使ってるからといってそうだと決めつけるのはおかしいんですけど、まあウクライナだったらこれアゾフ大隊の木をイメージしてんのかな。でアメリカだったらまあ
ね、わかりやすいよね。アメリカ国旗とか和紙とかですよね。で、ドイツのこれ、ハリネズミなのなんかよくわかんないんだけど、AFD なのかななんかよくわからないですが、まあ、あと自分をライオンにイメージしてたりとか、銃だとか、まあ、ワニだとか、ワニロシアよくわかんないんだけど、ヘビらしいです。なんかロシアのそういう、インセル系の人たちはね、ヘビをイメージにしてるらしくて、ヘビのシンボルを掲げるそうです。はい。ということでですね、まあ日本のネトウヨすごいわかりやすいですね。オレンジがでかいんだよってわかりやすいな。まあただ桜はね、なんだろうね、可愛らしさとかのイメージでつけてる人もいらっしゃるので、桜だからといってネトウヨだと言ってはいけないと思いますが、はい、まあこのアイコンの人たちには注意しましょう。はい。ということで、なるほど。あの動画だけではなんか伝わらない事情もあるのかね。なるほど。ありがとうございます。この国もやっぱり国旗は入ってますね。オレンジ。みかんって。雷はナチ。そうか。ドイツのこれはナチか。そうですね。突撃隊とか、SS とかのイメージか。そうですね。ウクライナもだからこれなのかな。それはちょっとどうなのかなと思うけど。桜もな、みかんは返せ。これで我慢しろやって。オレンジを使うのは柑橘農家の人なんで風評被害が出てるらしいですし、やめてほしいです。いや、本当にやめてほしいですよね。大迷惑ですよ、マジで。なんで桜なんでしょう。昔を忍びたいなら梅だろうって、本当に。まあ、チャンネル桜のせいじゃないですかね。あと、桜花とかのまあイメージもあるのかな。いやー、まあどうでもいいんですけど。出会い系アプリで、トランス、パレスチナの人とつながって仲良くだろうということで。おめでとうございます。いや、でもね、そういうフラッグを掲げておくことはですね、私もなんで差別反対 VTuber はね、あんなたくさんフラッグを掲げてんだみたいなね、ウォークがみたいなことを煽られたことがありますけどね、立場表明するのにやっぱりね、いいし、やっぱりね、トランスライツフラッグとね、レインボーフラッグはですね、絶対掲げた方がいいと思いますよ。LGBTQ 差別する人、左翼にもすげえ多いから、そういう立場ではないというのをね、これは表してます。すいません、なんか自分のあれでつい紹介しちゃうんですけど、当然ですが、パレスチナフラッグはまあ当然ですよね。たまにこれ質問されるんですけど、この3はですね、3本の線はですね、ミャンマーの革命のですね、人民主派の人たちのですね、3本指っていう、シンボルを表しております。はい。ですね、ミャンマーの国旗掲げるとミャンマー国軍の味方になっちゃうので、あと、まあ、台湾とウクライナですね。はい。なのでですね、いわゆる反米ユボロシアの類ではございませんというのをですね、はい。示しておるんですが、まあ、国旗掲げるのはどうなんだというね、左派の人もいらっしゃいますし、まあ、その気持ちはわかるんですけど、当面も変える気はございません。はい。はい。ということですね。まあ、桜はそうですね。旧軍のイメージもあるんでしょうね。はい。梅は菅原道真かな。ウクライナにネオナチやバンデラ主義者がいるのは嘘でもないっていうか、21年の東部紛争はウクライナ側、ロシア側も欧州出身の極右の義勇兵が集まってたというですね。そうですね。だからまあ、ウクライナがそういうね、人たちがいるのは当然知ってますけれども、ただね、やっぱりね、ロシアを支持するわけにはいきませんので、はい。そうです、スーチーさんですね。なるほど。昔の日本人が読んだ和歌が、梅題材だったので発言しましたが、もっと近代か。やっぱ鶴屋さん、ここからです。階級闘争しか興味ない左翼は LGBTQ 差別しがち、中学科とか、そうなんですよね。彼ら LGBTQ 差別平然としますからね、やめてくれよって感じなんですけど、はい。やめるべきだと思います。知り合いの人がヘズマリューの外国人ゼロや子供家庭庁廃止をリポストしていてショックだった。本当ヘズマリウム外学ですよね。まあ彼はシンボルとか掲げてないはずだけど。はい。そしてまあ中国系の人だと思われますが、なぜ中国人の韓国人や他のアジア人が日本を依然として憎んでいるのかは歴史的原因だけではない。考えてみてもほしい。よし、ドイツの政治家が毎年個人的な名義で教会に行き、ヒットラーやゲッペルズなどのナチのために祈りを捧げ、彼らを守護聖人とする教会に寄付をし、しかもその教会の隣にナチ思想や第三帝国を宣伝する博物館を設置していたとしたら、ヨーロッパ人やユダヤ人はどう思うかでしょうか。
日本人は毎年そんなことをしていますということで、まあ靖国神社に玉串料を奉納したそうなんですけどそりゃそう言われるわな優秀感あるからね。まあ、靖国神社のね、マジでやばい問題は、私は優秀感じゃないかと思ってるんですけど、あそこはガチで大日本帝国を賛美しているので、大日本帝国を賛美してる施設が靖国の隣にあるっていうことはね、やばい他国の人から見るとこう見えるんですよね。当たり前の話じゃないかと思うんですけど、でも靖国擁護する人たちって絶対それに触れないんだよな。優秀感はダメだろ、どう考えても。って思うんですけどね。はい。ということですね。まあ当然アジアの人はこう思いますよね。うん。中核派とかいう LGBT 差別団体、台湾といえばなぜ国民党はなぜ新 CPCP になったのか、それはあれじゃないですか。まあ歴史的な経緯というか、もともとだってなんでしょうね。まあ複雑な占領の歴史があって、台湾アイデンティティを持つ台湾人の人たちと、また台湾先住民族の人たちと、その国民党のね、支配してた国民党の人たちって違うわけだから、まあ、そこら辺のね、ちょっと複雑な事情はね、ちょっと説明できる能力が欠けていますけれども、よかったらですね、以前紹介したやつはどこだったかな。よかったらね、台湾に関してはね、いろいろ、研究してる方とかいらっしゃるのでですね、よかったらそっちを見てみてください。今日ちょっとやらかしました。母の日に経団連大手の大手チェーンからの買い物をやめようとしている人を主張している人を拡散したトランスレーターでした。ああ、そうなんですよね。5月10日にその消費者ボイコットをやるということで、それ自体には私賛成なんですけども、なんか、広めてる人が、有名なトランスレーターの人だったっぽいので、私もつい最初いいねしちゃったんですけど、やべえと思って、主張を調べたらそういう人だったので、まあ即座にやめました。はい。まあ、ボイコットはね、いいと思うんですけど、そういうのはダメだと思います。当たり前ですね。はい。ポケモンがあそこでイベント開いてたらやばい。自衛官が服着て靖国制服着て参拝してますが、自治祭は世俗的になりすぎたので OK ですが、玉串は普通にダメです。そのあたり日本が日程時代の悪行をきちんと総括してきなかったツケですよね。はい。そうですね。国民党はやっぱあくまで中国大陸党ですからね。戦争で亡くなった日本兵も戦争の犠牲者だったわけで、これを後陣を伴うことは、だから千鳥ヶ淵とかに行けばよろしいのではって思うんですが、はい。いや、優秀感はちょっとやばいですよ。優秀感一度だけ見に行きましたが、あんな展示を堂々と放置していていいのだろうかっていう、まあそういうレベルですからね。私も実際見に行ってないから写真でしか見てないんだけど、ちょっとやばすぎてですね。優秀感の写真載ってるかな？ちょっと出してみるか。そうですね。隣に千鳥ヶ淵あるんで、まあそっちにね、参拝しましょうということで、まあ天皇とかもね、そっちに参拝してるわけなんですけど、はい。なんかね、みんなそっちに行きたがらないんですよね。なんでなんだろうって。なんでなんだろうって。だからですね、なんか武人の心とかもなんかすげえやばい感じがするけど、そもそもなんか、優秀感ってね、大東亜戦争って言ってるんですよ、先の大戦のことを。だから太平洋戦争と分けて大東亜戦争と言っているわけでもなく、ベタに大東亜戦争って言ってるんですよね。大東亜戦争1、2、3、4、5、靖国の神々みたいな感じで、こんな感じでね、展示してるんですけれども、大東亜戦争1、第二次世界大戦直前の世界情勢、米国との戦争を避けるべく行われた日米交渉などが資料として、形成されています。ハワイ真珠湾攻撃で奇襲作戦成功を告げた伝聞や空挺隊員が使用した装備など日本の侵攻作戦についての収蔵品を歴史解説とともに展示しています。
ミッドウェー海戦をはじめ攻防の転換点となる戦い、攻防の転換点となる戦い、その後のインパール作戦などの、主戦作戦ってすごい言い方ですね、インパール作戦を、また昭和19年10月から始まる特攻作戦についての解説や関係する、ご最新のご遺品などを提示しております。日米両軍にとって航空作戦上不可欠の用地、硫黄島をめぐる戦い、米軍による無差別爆撃を迎え撃った本土防空戦及び県民もと一体となり戦った沖縄戦による解説を行っています。ここが一番やばいですね。県民と一体となり戦った沖縄作戦に関する解説ってこんな言い方するやつ右翼でもいないだろうっていうすげえ。まあ終始全部こんな感じなんですよね。はい。シベリア抑留で亡くなった方は、それはあれですけど、極東軍事裁判、まあさすがに不当な裁判だとはここには書いてないな。はい。あと、まあ、靖国の神々についての展示などがいろいろございます。はい。ね、もういいや。もういいや。はい。いやー、すごいよな。分ければいいんだよ、戦犯はよって。靖国は戦犯を英霊にしちゃってますからね。そう、ヒトラーを英霊と言ってるのとあんま変わんないですからね。政教分離違反だし。うわー、なんてこったい。転身なのだ。インパール作戦。でも映像展示で日清日露戦争が朝鮮半島の分取り合いだってことは勉強できました。あ、そうなんだ。そこはちゃんと書いてるんだ。永久戦犯を合視してんの意味わからんし、いじめられた被害者と加害者を同時に賛美するのはやばいっていう。すげえ逆に行きたくなってきた。日本が沖縄県民を殺害しましたよね。靖国やヒットラーみたいな戦犯って一般の兵を一緒くたに祀ってるのが赤い。そうですね。もちろん全てがヒットラーだと言ってるわけではなくて、東条英機と一緒に祀られてるのがやばいでしょって言ってるんですよね。そう。それはそうですね。まあ一般日本兵もね、もちろん戦争犯罪に加担してた人が多くいたわけですけどね。はい。実験段階で事故が起きた伏流の模型もあったと。伏流の模型は一回見てみたい気はする。あれ恐ろしいですよね。まあ嫌いなんですよ。だから人間嫌いって言って、なんか潜水服みたいなので潜っていって、特攻するっていうのが、目的の恐ろしい兵器なんですけど、実際特攻さえできずにね、溺れ死んでしまったりした人がいっぱいいたという恐ろしいですね。はい。まあもちろんヒトラーのホロコーストはね、大殺戮ですけど、ただ日本のね、南京大虐殺だって虐殺だからな、規模が違うだけですよね。日程もナチスと並んで最低最悪の国ですということですね。はい。ということでね、まあ侵略戦争にはね、あまり同じは同じなのでね、もちろんやられた中国の方々からしたらね、当然同じように思われると思うので、はい。ね。まあさすがにやっぱり優秀化はやべえと思いますよ。しつこいですけど。ということですね。そう、虐殺に数や規模はね、あんまり関係ないのでね。日本が空襲や原爆の被害ばっか語っている、加害は棚上げしてるのは、ドイツはドルスゼン空害の被害ばっかり語って、ホロコーストを棚上げしてるようなものですっていうことで、そうなんですよね。ネオナチ和法なんですよね、正直言って。ドイツだったら、それはネオナチ和法だからやめたまえよって注意されることを堂々と言ってしまってる人がたくさんいるので、やっぱりそれはあかんだろって思いますよね。はい。もちろんアメリカにも虐殺の責任はあると思いますよ。はい。で、外国や来日した技能実習生が職場に配属される前に日本語や日本の制度について学ぶ入国語研修の現場を観察しました。すいません。ちょっと優秀感の件でね、話題がそれちゃいましたが、まあフリートークなので、ちょっとヘイトの話に戻りますが、自民党の松島みどり議員ですね。岩手県滝沢市の国立岩手青少年、岩手山か、ごめんなさい。青少年交流の家で、インドネシア、ベトナム、ネパールから入国して間もない技能実習生88人が施設に来ており、当時は57人が学習しておきました。アジア各地の若者たちに頼らなければ日本の食品作りの現場はもちろん、持ちません。日本語を覚え、犯罪に巻き込まれることなく日本の生活に馴染んで長く働いてほしいと思ってましたと。まあ、私、やばい議員リストでも前にこの松島さん取り上げたことあるんですけど、まあ、ヘッダーがこういう人なんで、当然ですけど、高市派だし、
なんでしょうね、割と外国人排斥的な主張を掲げて、この前の衆院選では、見事に勝った人です。ただ、技能実習制度の問題点についてはさておき、技能実習生の方々だってね、不可欠な存在なんだから、みんなでやっていきましょうね、みたいなことを言ったんですよ。では、そしたらどうなったかっていうと、川口の偽装難民と不法滞在7万人を何とかしなさい。日本国民が望んでないことを進める政府や与党はもういりません。犯罪に巻き込まれるだと、外在国人犯罪のニュースが引きも引らないのだから犯罪を起こすことなくだと言うべきですねと。無数にあるんだけど、ちょっとあんまりやばいヘイトツイート出てきそうだから、ちょっとこの辺にしときますか。いや、すごいんですよ。534件のリプライが来てて、ほとんどがこの手の猛烈な非難でですね、松島みどりは左翼っていういや、この人自民党なんだけど内閣総理大臣補佐官ですよいやーもうめちゃくちゃですね。もうだから少しでも外国人の人たちのこと言ったらこうなるんだっていう。だってこのヘッダー掲げてる人ですよ。ちょっとだから党派とかやっぱ関係ないんだろうなと思うんですよね、こういう人たちは。そもそも参政党支持者で、自民党は支持してないっていう人たちなのかもしれないですけれども、もうなんか日本が育てた怪物になっちゃってますよね、ネット欲の人たちってもうなんかとにかく外国人と見たらもうわーっと言って攻撃してくるみたいなですね、恐ろしいなと思います。ぶっちゃけやっぱり戦前の生産をちゃんとしてないところからこれ来てるんじゃないかなと思うんですけど、自民党はね、排外主義を煽った責任をその末端の議員さんが背負ってるような感じなのは、いろんな意味でよろしくないなとは思いますね。はい。もうやめてくれ、本当。自民党議員だろうと容赦なく湧いてくるな。どこが左翼なんやって。そんな高市を左翼かって。左翼の意味知らないだろ。レト運用。外国人犯罪って在日米軍のことじゃないですか。外国人差別をしないとどれだけ極右でも左翼認定される美しい国日本。レト運用の左翼認定。日本が持たないとか犯罪に巻き込まれる図とか結構差別意識バリバリの投稿。そうですね。これもなんか排外的なね、やっぱりニュアンスは伝わりますよね。だから松島さんってだからそもそも排外主義者だから、右翼っぽい投稿してんなーっていう風な私は感想しかなかったんですけど、普通にだから外国籍の人たちとこうやってね、お会いしたら、この反応になるわけですよね。恐ろしいよな。非常に恐ろしいですね。はい。ですね。湧き出てきたっていうか、もともと日本の人たちが抱いてた、だから外国籍の人たちに対するうっすらとした差別意識みたいなのを、参政党が煽りまくったらあなったっていう感じじゃないですかね。参政党に限らないですけどね。はい。あと、煽られてるといえばこの辺ですかね。辺野古の転覆事故の件なんですけど、確かに大変な問題になっておりますし、私は正直政治的にはね、団体が解散したりとかそういった措置もしなければいけないのではないかと、ご遺族の方からもすごい批判されているので、何かしらの政治的な決着は必要ではないかと、船長の人たちのやっぱり責任があったということがね、もう明らかになっているので、わかるんですけど、なんか久しぶりに見たサムネがいるけど、こんな感じでですね、武田恒康さんいますね。すごいんですよ、とにかく。辺野古叩きをすると、5万回、10万回いいねぐらい、簡単にされるっていう、状況になってまして、泉さんもいるけど、もうなんかすごいんですよね。なぜ報道しないってめちゃくちゃ報道してるじゃんって感じなんだけど、こういうなんか再生数目当てのですね、ネトウヨ YouTuber の人たちがみんな辺野古叩きをするもんだから、確かに、だから正直言い訳できない問題があるから、別にね、私だってその団体側を擁護したいわけではないんですけれども、めちゃめちゃこれに関してだからその沖縄差別とかがものすごいことになってて、沖縄についてですね、少しでも擁護するようなこと、玉城デニーさんとかを擁護するようなことを言うと、先ほどのようなね、目に合うというような感じになっています。はい。OBS レさん、コンカラスです。来ていただいてありがとうございます。ガッターさんもありがとうございます。来ていただいてありがとうございます。反面のチャンネル桜おぱよくなんでしょうって。いや、そうなんでしょうね。
だからそもそも今回の選挙だって沖縄ではね自民党が勝っちゃったわけですけれども、そういうことも多分何も考えてないですよねだから沖縄県民の人たちに対する猛烈な差別を行ってるんですよね。はい。花井先生まで一丁かみしとんのか、参政党がレトウの水脈を見つけてしまったという感じはする。まあそうですね、眠ってた人たちを呼び起こしてしまった感はありますよね。この間の移民反対デモでは高市批判をしてました。移民をこれ以上入れるなというですね。はい。産経新聞は毎日報道してますよ。めちゃめちゃだってこれで再生数稼いでるでしょ。だからその福島さんがなんか言うたびにですね、そりゃ福島さんに責任あると思うけど、人としてどうなのかみたいな、まあ玉木雄一郎さんの発言とか、こういうのも全部動画にして産経新聞出してるんですよ。めちゃめちゃ稼いでるでしょ、これだけで。何十万ビュー稼いでるんですかね。はい。今、手っ取り早く視聴率稼げるコンテンツになってんですよね。はい。ネトウヨが喜びそうなネタなのに5万しか視聴されないのか。いや、でも再生数としてはね、もっと再生されてるのもあるけれども、まあ、毎日毎日こういう感じで出されてるわけだから、やっぱり結構大きいとは思いますよ。はい。そうですね。もちろんね、共産党、社民党側とかもね、説明はもっと必要だと思うし、批判は必要だと思いますけど、だからといって、やっぱりね、もはや本筋からそれて、左翼叩きが目的みたいになってたらおかしいですよね。政治利用すんなって言われてるじゃないですか、遺族の人たちから。なんかね、東洋から左翼は背の子の事故をなかったことにしようとしてると言われてて、お前らと一緒に住んだって誰もなかったことにしようとはしてないですよね。なかったことにしようとはしてないでしょ。だって批判されてること自体はさ、遺族から批判されてること自体はもう事実だから反論しようがないからごめんなさいと言ってるだけであって、はい。ね。そう、だから沖縄への差別が肯定されるわけじゃないんですからね。はい。ね、植民地主義を感じますしね。はい。そう、だから結局本土の人間の責任っていうのを無化してるから、そういう話になってるわけですよね。本土の愛国者アカウントが沖縄差別でニッチャニチャやり取りしてるのを見かけて、それ自体はもう珍しくもないんだけど、沖縄県民って生きてて恥ずかしくないのかなというワードを目にした時には、ここまで言っていい存在だと思われてんだなと、怒りで諦めが混ざったような気持ちになりました。沖縄に国内米軍基地の7割が集中しているという事実を無視して平和学習や抗議活動を批判する本土の人間の無自覚さがたまりません。Facebook に上げられた知人の投稿、抗議活動をするのは勝手ですがというのを見つけてしまって、ついたいいねも多数でした。この人は子供を置いて子を失った悲しみという部分への共感で、それ自体は非常に真っ当なものですが、真っ当ついてに今まで米軍属の被害に遭ってきた沖縄の子供たちには想像力は働かないのでしょうか。辺野古の事故が起きてからの世論を見ていると、いかに一般的な日本人が沖縄を軽んじているかが残酷なまでに分かります。今回高校生が亡くなったことへの怒りと同じ感情で沖縄に共感していれば、今頃沖縄に米軍基地は存在していないでしょうと。まあ、この方々みんなうちなんちゅうの方々ですけど、全くその通りじゃないかと思いますね。はい。だってそもそもね、別に基地活動に関係ない人たちだって大半なわけだから、そんな差別されるゆえんないでしょう。ね、おかしいですよ。だから再生数稼げるからってなんでそこまで煽るのかなと思いますよね。そう。もともとは高波による転覆からの推進ですからね。そう、平和学習と直接関係あるわけでもない。親は体制派っぽいねとか言ってたアカウントが晒されててかわいそうでした。しわ寄せを食わせてくる本土の同じ国の一員ということは恥ずかしいかもしれないですね。と。だから、その事故自体の責任は当然問われるべきですけれども、別に4点ずらしをしてるわけではないですよ。そもそも本土とその沖縄の非対称、絶対的な非対称と差別の問題が横たわっていて、その中でこういう不幸なことが起きてしまったっていう事実確認がやっぱ必要だと思いますね。はい。そう。だからもともとそうだから辺野古の問題が起きたわけですからね。去年知ってる神社の境内に行ったら、20年前に小根殿が建築されるのを知りました。近くの商店街も出資して作られていました。なるほど。で、ですね、また左翼団体だとか言ってる人たちがいるんですけど、全日本教職員組合さんがコメントを出しました。
文科省は学校における校外学習の安全確保の徹底等についてを発出し、学校における校外活動時の安全確保については、旅行、集団宿泊的行事における留意点についてのほか、適切な教育活動の実施についてはその内容に織り込みましたということで、教職員としてどのように対応したかというのを説明されてます。興味ある方は読んでください。一切事故の責任から逃げてるわけではないです。で、その上で言うんだけどもという感じで書いてあるんですけど、平和教育は日本国憲法の理念、とりわけ憲法全文が掲げる平和のうちに生存する権利や第9条の平和主義と深く結びついた教育活動であり、子どもたちが歴史と社会について主体的に考える力を育む重要な学びの場でもあります。今回の事故を捉えて平和教育を偏った取り扱いとすることは、教育の本質を歪めており、自由や専門性を損ない、子どもたちの学ぶ権利を狭めるものです。平和教育は特定の政治的立場を押し付けるものではなく、子どもたちが多様な資料や事実に触れ、自ら考え判断する力を育てる営みです。戦争と平和について学ぶことは、民主主義社会を担う市民を育てる上で不可欠であり、その教育的意義は大きいものですと。いうことでですね、だから平和学習すべてを否定するのもおかしいという話を、当然の話なんですけれども、なんかこの点に関してね、リベラル派の人誰も反論しないから、それはさすがに私もおかしいんじゃないかと思って今回取り上げました。はい。だっておかしいっしょ。だってそれだったら広島の平和教育とかも全部否定しなきゃいけないのっていう話じゃないですか。だからその右翼の人たちはその平和学習自体をやってほしくないから、今回の事故が起きたから平和学習は全部やめろみたいなことを言ってる人たちがたくさんいるんだけど、それはいくらなんでも言い過ぎですよね。はい。沖縄に関しては当然そうだし、他の地域に関しても平和学習自体を取りやめる理由にはならないと思います。はい。ですね。そうで、この前だから自衛官の方々3名亡くなったでしょ。で、あの時だって何も言ってないじゃないですか、皆さん。それもダブスターじゃないですかっていう。もちろんあれはね、意図的な事故ではないと思いますけど、原因は究明されてほしいですが、本土の人間の沖縄の基地問題への連帯さと沖縄差別があるのはまた事実なんですよね。それがまず事件の背景としてあるわけですから、だから貧困層の人が犯罪を犯したからって、罪がなくなるわけじゃないけれども、貧困に追いやられた社会環境の問題は消えるわけではないですよね。はい。死亡事故に便乗して平和学習を叩いてるだけなんですよね。本当に。だから中道さんどう考えてるのかなって、だから結局デニーさんを支援する気がないのかなって思っちゃうところがちょっとですけどね。そうですね。生徒の命を預けることには慎重になってほしいですけど、それを校外学習そのもの、平和学習そのものには丸投げしないでほしいですね。私が修学旅行に行った際に原爆ドームに行ったのですが、そこになんと核武装を唱える人がいて、すごくモヤモヤした感覚を思い出しました。これも偏った平和学習だというのか。ね、それはなんで核武装を唱えるやつがいたんですかね。安全性や政治色の強すぎる活動に学園が関与することは問題です。そうですね。だからあくまで安全性の問題なのであって、平和学習をやめるべきだという話にはならないと思いますね。アバイッチさん、コンカラスです。自分も、組合の取り組みで沖縄のチビチリガマや南部戦争遺跡や嘉手納普天間基地に平和学習で行きました。それはなくしてはならない行為だと思いますと。そうですね。平和学習はもちろんね、政治的だとは思いますよ。なんていうか、反政平和だってね、政治思想の一つなんで、全くそれは常識だから、その議論の余地はないってまでは私は言うつもりはないです。確かに日本国憲法には書いてあることだけども、はい。戦争賛成とは言わないまでもね、それに異を捉えてる人はたくさんいるわけだから、そこまでは言わんけど、でもね、やっぱりそこは議論すべきところであって、ね、一概に否定すべきわけではないです。とこではないですよね。安全保障上の責任はそれありますけれども、反対運動自体の非難につなげられているから、反対運動はそもそも基地の負担を押し付けている本土の責任ですよという意味ですね。沖縄はずっと植民地主義的な構造の中にあるので、そうですね、その理解がやっぱり大事だと思いますね。前提として、パレスチナのも当然ですけれども、植民地支配というね、前提があって、その上でいろんなことが起きているわけですからね。広島で核武装を捉える人はなんか右翼の人じゃないですかね。よくわからないですけど。
平和学習は政治色ない。どうなんだろうね。平和って思想自体は政治色あると思うけど、その平和学習そのものはですね、もちろん政治ではありますけど、それ以前の問題がそうですね、たくさんあるっていうことですね。そうですね、反戦反差別で、反戦反差別は左翼のものだけっていうのは、それはそれでね、それはそれでおかしいので、はい。まあ、もともとだからね、強烈なその左翼思想かというと、そんなことはないわけですよね。ほとんどの人は反戦反差別でしょって。で、保守ある人ももちろん言ってるわけですからね。友人がその人と話していたらしく、話が聞こえていて苦痛でしたっていうね。なんかそいつは何のために広島来たんでしょうね。よくわからないけど、来ないでほしいな。まあそういう議論は他のとこでやっていただきたいですね。はい。つうことでですね。もちろんね、別にその右翼がダメな人だって言ってるわけではないですよ。そうじゃなくて、その核武装論をわざわざそこでやる意味はないですよね。はい。そう。だから、広島というね、原爆による被害を受けたところで、そういうことを言うのっていうのはね、やっぱり嫌がらせに近いと思いますね。だからパレスチナ連帯運動やってるとね、しょっちゅうシオニストの人来て、なんかね、中指立ててね、ぐわーってみたいなこと言ってきたりとか、ね、ファッキューみたいなこと言ってきたやつもいましたけども、まあそのために追い返してますけど、まあ何のためにね、彼らがそこでそんなことを言うのかっていう、話ではありますよね。だってこっちは、政治的主義主張をしてますけれども、議論したいんだったら議論したいなりのね、話し方っていうものがあるわけだし、私たちは議論したくてそういうことをやってるわけじゃないですからね。はい。ということで、米軍基地を止める手段が見つからない沖縄の切実な思い、本土との分断ということで、東京から沖縄の歴史や文化を発信する、狛江の小さな沖縄資料館の中で、アートを通して本土や沖縄や世代間で進む分断を考えるトークイベントがあった。同館で、灘闘争をテーマにした学生アート館の一環であり、沖縄の辺野古県民闘争の会、元代表の本山さんらが登壇し、先人たちの記憶をどう継承するかを、考えたということで、こちらぜひとも全文読める人は読んでいただきたいのですが、やっぱりねちょっと諦めムードがちょっと漂ってはきているっていうところですね。正直しょうがないところだと思うんですけど、今のところですね、だから辺野古基地をねなんとかして止めようという闘争はうまくはいってないわけですよね。強引に基地を押し詰められてしまっているので、ただ、我慢する代わりにだからお金を選んでしまう人たちも中にはいるっていう話をされて、ただアートでなら集められる人もいるということで、辺野古埋め立ての賛否を行う、県民投票が行われた2月24日に毎年音楽祭を続けているということです。で、あとデモにも可能性があり、本当は社会変革が若者抜きで行われることはありえない。私たちは最初から諦めさせられ、最悪の現実から模索しなければいけない段階だと、いうことを訴えられたそうです。はい。なのでね、当然だから今絶望的な状況ではあるわけですけど、やっぱりそこでね、勝手に特に本土の人間が諦めてはいけないんじゃないかなとは思います。だから琉球の人たちに反対派がいる限りはですね、それを支えたりですね、その自己決定権を尊重すべきかなというふうには思います。はい。ね。ですね。当然差別は論外ですね。差別はもはやもう政治思想ではないと言ってもいいと思うけど、反民主義ですからね、基本的に。私はいい外国人だけど悪い外国人もいる。いやー、その言い方は確かに困るから、なんで反省が全部左翼になるのか本当に謎です。比較反戦右翼っておらんのかって日本では全然いないですよね。世界的には結構いるんじゃないですかね。国土を汚すなという存在もいないですしね。役に立たない基地もどきは一体どうすればいいのかっていう。だから、本当にね、軟弱地盤に立てて、実際基地としても役に立たないって言われてるからどうするんでしょうね。はい。そうですね。一世界は核武装反対かな。米軍の事故は批判されないのにですね。オタクによる反戦デモに対する批判もそうですが、反戦を左翼共産党のものにしているのは右翼の人たちだと思います。そうですね。自分たちで彼らデモしないのが悪いですよね。だって自分たちで実行しないからじゃないですか。反戦反核だったらね、一世界さんみたいに
行動してよって感じなんですけど、結局一斉会も問題あると思うけど、一斉会ぐらいしか右翼の人たち動かないわけですよね。うん。そうですね。沖縄の反基地運動を消費してはいけないと思います。で、今途中で知ったんですが、琉球人の遺骨返還を求める署名というのが今行われているそうです。東京大学は琉球から少なくとも31人の遺骨を盗んだままにしています。こちらちょっとリンクまだ作ってないんですけど、概要欄に貼っておきましたので、興味ある人はぜひ署名してあげてください。2月19日に東京大学は研究機関として引き続き適切かつ状態で保管管理に努めてまいりますと遺骨を返還しない方針を明らかにしていますが、琉球人遺骨の返還を東京大学に、真摯に求めていきたいと思いますということで、東京大学はとっとと返還してください。はい。アイヌの遺骨の話も散々されてる、アイヌの人たちの遺骨の話も散々したでしょって、まだわからないのっていう。世界の今常識になりつつありますからね。先住民族の不当に取得した遺骨は返還しなくてはいけません。はい。当然です。返還してください。はい。ということでですね。核武装論者が右とは限らないのか。それはありますね。確かに。そこはちょっと要注意ですね。イランも反帝国主義ですからね、あの人たち一応。はい。ちょっと振る舞いがですけど。リチウム署名しました。ありがとうございます。反政平和は共産党のものではないが、ただし他の党は勝手にそれを捨てている。そうなんだよな。捨てないでほしいんですけどね。一緒に訴えていきましょうよ。うん。原爆が落とされたのは日本が原爆を持っていなかったからなので、日本を核武装すべきだという人は結構います。こういう意見を言われると話通じなさそうだなと思ってしまう。核武装はちょっと極端すぎますよね。NPT とかの脱退とかどう考えてるのかなという気がしますけど。ペタポンが辺野古の事故について、声を上げようと言ってて許せなくなってしまいました。ユタモンってだってヤマトンチュだよね、彼。いや、ルーツはまあいいんだけど。外線右翼は活動してますよ。漢字のいっぱい書いてある場所ででかい音立て。あれは反政平和活動ではないのでは。沖縄の人が中傷されてもみんな怒らないのにですね。完全反差別デモに対しては必ず共産党が主催みたいなこと言ってますしね。署名しました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。うんうん。いや、参政党保守党は捨ててるんじゃないですか。さすがに理念を。というか会見をやっぱり党是としてる党はね、基本あんまり守る気がないのではないかという気がします。はい。ということで、ちょっと琉球の話しましたが、ちょっとあと関連してですね、やっぱり外国人差別の話も少ししておきたいので、ちょっと取り上げたいと思います。露骨なヘイトではないんですけれども、ちょっと、悲しい内容になってます。こちらスポーツ新聞を毎日新聞が転載したものなんですが、リーグワンカテゴリー新規定に海外出身選手が失望、中島石レリさん、裏切られた引退考えているということで、なんかラグビーがとんでもないことをしてるそうですね。いや、私だからスポーツにあんまり興味ないんで、そのラグビー選手が確かに外国出身の方々がの活躍で勝利したっていうことは聞いてましたけど、2019年のね、ワールドカップに出て活躍した方らしいんですけど、こちらのですね、中島さんです。中島石レリさんと、韓国出身のグジオンさん、という方と、あと、ラファエル・テムシーさんという方が、3人が取材に応じたと。新しいルールが採用されるようになって残念な思いがあり、日本国籍を持っているなら日本人として扱われるべきだと思うと聞いて、ちょっとこれって思ったんですけど、だから外国籍選手の話かなと思ったんですけど、そういうわけじゃないんですよね。だからレイシストがルールを作ってしまうって相当強い言葉じゃないですか。だから何があったのかなって思ったんですけど、新規定では現行のカテゴリー A が区分化され、小中学校の義務教育9年間のうち6年以上を日本で過ごした選手と、上記以外で他協会の代表歴がなく日本協会における48ヶ月以上の継続登録がある選手に分けられると。ってちょっと待って、小中学校の義務教育の6年間を過ごした選手とそうでない人で分けてんのっていう。いや、
ちょっと信じられないですね。やばいでしょうね。それはレイシストルールって言われるわっていう。どういうことっていう風に、まあなんでこのルールができたのかとかちょっとわかんないんですけど、まあなんかですね、日本の選手を活躍させたいみたいな理屈で、小中学校の義務教育受けてないやつはダメだみたいなことを言い出したらしいです。やばいですね。差別そのものだと思います。はい。いや、そんなのさ、だって、日本で小中学校を過ごしてないんだから、今更更新しようがないじゃないですか。で、まあだから、中島石レリさんも当然そうだし、ラファエル・ティモシーさんもそうだと思うんですけど、まあ、日本に帰化されてるわけですよね。で、グジオンさんも日本国籍だということなんですけど、だから、日本人選手でしょ。日本人選手なのに、日本で過ごした経歴がどうこうで差別されてるってことっていう、やばっていうですね。まあちょっと信じがたいですけど、これが今の日本なんだなと思いました。いや、ワンチームなのになんでトップリーグは日本国籍持っていても差別されている。国籍条項やん。外国ルーツの成人に対しての参加条件に義務教育機関ってこれ排斥目的としか思えないですね。いや、ひどすぎますよね。ちょっと目を疑ったんですけど、なんでこんなことになってんだちょっと。いや、私もちょっとすいません。掘り下げられてないので、なぜここまでひどいことになっているのかちょっとわからないんですけど、ラグビーどうなってるんですかいやー、まあそうですね。大相撲みたいになってますよね。だから大相撲はなんか昔からなんかめちゃくちゃ差別ひどいから、まあなんかそんな驚きは、正直悪い意味で驚きはないっていう感じなんですけど、ラグビーはだってだからその開国ルーツの人とかもこう受け入れて強くなったっていう経歴があるじゃないですか。それなのにこんな感じなのってちょっと目を疑いましたね。まあそこを撤回すべきじゃないかと思いますよ。はい。ラグビー選手で参政党に入った人いる。そんなやつもいるのひどすぎる。スポーツ自体がスポーツ嫌いな俺もブチギレ案件。ラグビーの理念に反してますよね。いや、本当にね、世界のラグビー協会とかから怒られるんじゃないのこれ。本当に。絶対許されないでしょう。はい。実際何を目的した事項なんでしょうか。いやだからその日本出場選手の出場機会を増やす新たな選手登録規定とかしか書いてないんですよ。でも日本出身選手のってこれだから差別だよね。日本ルーツの人を優遇するためにっていうことでしょ。それはなんかド直球で差別な気がするんですけど大丈夫なんでしょうかこれ。油上わさびさん、ここからです。もうどんどん日本が嫌いになっていきます。差別大国指導承認っていうですね。なんかいいとこがないですよね。ラグビーは外国籍でもこの国のチームに一定期間所属してたら代表選手になれますよね。だから外国籍の人に代表にしたくないためにチームに入れる人を減らしたいということなんでしょうか。森喜朗に聞くかって。これ多分国際的にペナルティー食らって出場禁止とかになりませんかね。リーグ統一前のバスケみたいにいやー、でも下手するとこうなりかねないですよね。独占禁止法上のポイントは、スポーツやクラブも事業者として取り扱え、選手獲得企業を共同で制限する理由は独禁法違反になりかねない。だから独占禁止法違反として今訴えているということですね。リーグワン側の理屈は、小中学校時代に将来の目標を見せる国内競技人口を増やす若年層の競技参加意欲を含め、ラグビーのなんちゃらかんちゃらの不況に発展するみたいな、ちょっとコメントがあるみたいですけど、いやダメでしょ外国籍のだから途中で日本に引っ越してきたとかそういう人だっているわけですよね。そういう方々どうでもええのっていう感じがしますけれども、この度のカテゴリーの追加はリーグと各クラブ間での慎重な協議を経て決定いたしました。これにより日本国内の小中学校年代を含む若年層競技者がより一層リーグワンでのプレーを具体的な目標として捉え、競技への参加意欲を高め、国内の競技人口増加、そして日本ラグビー全体の普及と発展に寄与することを目指しますって書いてありますね。
いや、寄与しなくない逆効果じゃないですか、これ。ダメでしょう。まあ、許されない気がしますね。はい。いや、だからその、助っ人選手的な、だから外国籍選手を規制するっていう意味なのかなと私も思ったんですけど、そうじゃないですよね、これ。だから、俺はさすがに差別に当たるのでは。ラグビーの後藤なんとかさん、そういえばいたな。参政党から立候補して当選しましたね。はい。なんかラグビーの話しかしてなかった人ですね。思い出した。そうだ、ラグビーのそうだ、五郎丸さんも 100% 日本人の選手としてうんぬんかんぬんみたいなこと言ってたんですよね。いや、確かにラグビー選手の中にもレイシストはいるだろうけど、それは残念ながらどこの業界にもいるから、いるだろうけども、それにしてもちょっと、社団法人ジャックマンラグビーリーグワンの公式決定なんですよね、これ。誰が決めたの、これ。どのチームに所属するのか決めるのは選手の自由じゃないですか。はい。こんなそういうちしてもしゃあないかとはならんやろ。亡くなられた金井牧師の所属していた教団が転覆事故に関して対策本部を立ち上げたと。ああ、なるほど。そうですね。教団としてもね、頑張ってほしいですね。今、厳しいと思う、辛いと思いますけど。いや、普及とトップチームの権威関係ないですよね。これはレトウヨ差別じゃなくてまた区別とか言うのかな。いやー、困るな、本当に。五郎丸の発言はね、私もね、初期のカラスマラジオでそうだ、取り上げたんですよ。ごめんなさい、私、自分で言っといてね、懐かしのあれを忘れていたわ。最近私の配信に来ていただいた人はね、知らないかもしれないですけどね、子さんの人は知ってると思います。いや、あまりにもとんでもない発言だったので、いや、ちょっと、五郎丸さん、あんたさって言った記憶はありますね。はい。2023年の10月ですね。だから私が、配信割とやり始めたばっかりの時だな。代表を背負う人間に国籍やルーツなど関係ないと言いつつ、100% 日本人である自分がキッカーとして一選手として多様なルーツを持つラグビー日本代表で結果を出さなくてはならないという強い意志を持ちW 杯を戦ったのだと、私は常に代表を背負う人間に国籍やルーツなど関係ないと確信している。自国の代表を選ばず日本を選んだのであるから多様なルーツを選ぶ運転がかんたらと。だから差別発言かというとちょっと微妙なラインなんですけど、100% 純粋な日本人っていう言い回しをしたことでですね、かなり議論されていて、いや、差別発言ではないかっていう風な疑いを持たれてたのを覚えてます。はい。スポーツにとどまらず外国にルーツを持つ通う子どもたちで、地域で差別を広げようとしているのかなと。いや、なんかほんと差別を拡散する話になりかねないですよね。だって五郎丸さんだってこうやって、だからだって国籍やルーツだって関係ないって言ってんだけど、それと矛盾してるでしょ、これは。100% 純粋な日本人みたいな言い回しは確かにひどいけど、義務教育9年間って国籍差別へも擁護する凄まじいレイシズムですよね。内部の人にしかわからない事情があるときても差別は差別ですし、外野はその内部事情に考慮する必要はないですね。はい。いや、ほんとダメなもんはダメだと思いますよ。ていうか、五郎丸さんも反対しろよ。って思いますけどね。はい。ちょっとすいません。ラグビーの話でした。ちょっと懐かしのカラスマラジオの話題も出ましたが。でですね、これ、すいません、ネトウヨツイートでございます。注意してください。北海道の街にインド人急増という、またなんかちょっと煽り気味なタイトルつけるやつも悪いと思うんですが、これ事実なんですけど、後で理由を説明します。これ1年ぐらい前も NHK でやってたけど、日本中は家にいて日本語もわからないインド人の人たちのために役所の職員が車を出してスーパーの買い物まで付き合ってあげてるし、美談みたいに放送してたけど、手厚すぎないかという。このなんかネトウヨポストが169万再生されてるんですけど、北海道の事情を何も知らないですね。この画像を見ればわかると思うんですが、もちろんね、競馬自体に私反対なんだけど、なんでしょう。因果関係が分かってない人が多いけど、日高地区、特に浦川は漁業と馬産が主要産業であり、そのうち馬産育成はもはやインド人の手がないと絶対に回らないくらい日本人労働者がいません。こうでもしてインド人の確保をしないと、馬産が壊滅して町の経済が根幹か
から揺らぐんです。町の生命なんですから手厚くて当然ですと、いうことでですね、過疎化で、北海道の日高地区っていう真ん中のあたりの、中部の地区なんですけど、まあ要はサラブレッドとかをね育ててるんですよ、産業として。なんだけど人がいないんで、とにかく人手がないので、インド系の方々が、手伝いに来てくれてて、まあそういうのがね、結構前から続いてるんですよ。だから、インド出身の方にいろいろね、手厚いそういうですね、サポートをしたりとか、行政がやってるわけですね。ただ、行政の戦略なんで、まあ、なんかね、乗っ取りだとかなんだとか言われてもね、侵害にも程があるというか、まあそもそもなんで我々、なんかだから競馬とか好きな人たちは働きに来てくれないんですかね。はい。北海道来ればいいじゃないですか。いや、もともとアイヌの人たちの土地だから、あれで私が言うのもなんだけど、はい。そう。椎名林檎の日本を思い出してしまった。嫌だ嫌だ。他方でサッカー選手を目指すクルド人の少年が夢を諦めざるを得ないというですね。いや、本当なんですよね。ラグビー館では平尾武さん、安田夏樹さん、ラディオダイアローグに出てたり、結構リベラルな人。あ、そうなんですね。ありがとうございます。そういう方もいるんですね。移住者に優しくするのは当たり前だろっていう。そう。だから産業の担い手いないし、北海道過疎化進みすぎて誰も人間がいないんですよ。アナイサコカラスです。そんな事情を知らないのに、こんな勝手なこと言われても困りますね。はい。で、ただこれ山岡さんすごいこと書いてて、ただ北海道のその状況自体があれなんですけど、言っとくけど来たばかりの頃のインド人の待遇なんてほんとひどかった。優遇されてるみたいなことを言ってる人いるけどとんでもないです。俺と一緒に壁に手をつかされ、後ろからガス式のエアカンで銃撃されたインド人は元気にしてるからと、なんかとんでもない告白をされてるんですけど、いや、やばすぎでしょ、マサさんが。こんなことしてんのって。まあなんか、リプライでは10年前の話です。今はまだマシになってるでしょ。10年前って割と最近じゃんっていう。まあ確かに私もひどいパワハラ企業で働いてたのね。まあ、そんぐらい前なので、ちょっと、まあ、何も言えねえって感じですね。ひどすぎる。そりゃ誰もいなくなるよ。こんなことしてたら。少しは改善してください。はい。だから、まあ、こういうことをしておいて、人をね、奴隷労働のようにね、こき使っておきながら、人がいない、若者が来ないみたいなことを言ってるわけでしょ。それはそれで大変な問題だし、だから行政が手入れて、ちゃんと手厚くね、労働者の人を守るっていうのは、まあ当然だと思うし、というか、競馬業界って大変ドン引きしました。はい。まあこういうやっぱり人権軽視みたいなことを平然とやってるから、まあ外国人差別の問題が起きるのかなと思います。はい。浦川がどこにあるかも知らないんでしょうね。っていうか別に普通にだって熊のニュースとか出てるはずなんだからちゃんとニュース見ろよって感じですけどね。平等にハラスメントしてどうするっていうセアロガンがしは、そうなの？通常の使い方だとリベラル辞任という語順にしかならないですよね。それは本人に注意した方がいいんじゃないかな。それは、どういう意図なんだろう。なんか嫌ですね。エアガンで人撃つとこに人が来るわけないやろっていう。いや、その通りですよ。そんなとこに人が来るわけねえだろって。いや、私も逃げましたけどね。はい。なのでね、北海道でまあ真面目に商売してる人はともかくまともな商売をしてない人は、本当に反省してください。というかやめろ。はい。つうことでですね。で、まあ先ほどからまあ左右のまあ左翼右翼の議論が結構ありましたけれども、そもそも右派というのは何なのかっていうちょっと興味深いノートがあったので、まあこれ有料なんでちょっと全部見てないんですけど、序論の部分だけでもかなり面白いです。というか、まあいろんな私も過去読んだことあるんですけど、心理的研究結果の内容に近いと思います。なので科学的に正しい話をしていると思います。まあただもちろんね、人の個人の心理とか性格に寄せすぎるとそれはそれで構造とか社会の問題を見逃すので、社会が全体が右傾化してるとかそういうこととは関係ないと思うんですけど、
まあ右派と左派って何が違うかっていうと、社会に対する感覚とか世界観がやっぱり違うんですよ。でまあいろんなね右翼の人たちのありがちなコメントとかを載せているんですけど、まあ女性は家庭に入れみたいなね。でそういう人たちって別にその差別主義者だとか悪いやつだからそうなってるんじゃなくて、右派的態度というのは何かというと、脅威への敏感さであると。で、秩序を施行する、権威主義的である、不確実性への弱さである。まあ、あと、家父長主義的ですよね。はい。だから家庭というのを責任や秩序や継承を支える場だというふうに感じているので、だから選択的夫婦別姓とか同性婚みたいなの絶対に許せないんですね。だから彼にとっては家庭の秩序を乱すっていうふうな価値観になるわけですよ。で、よそからのやっぱり脅威というのに極めて敏感なので、移民の増加を労働力や制度の問題というより共同体のまとまりを脅かすものとして感じるっていう。まあもともとね、その人たちの根底にあるレイシズムとかもあると思いますけど、白人の労働者移民に対する態度とねやっぱり違うので、はい。ただ共同体の境界を守りたいというね感覚ですよね。まあこれはアメリカの白人の人たちにも結構あると思うんですけど、だから移民が増えて自分たちと違う属性の人たちがたくさん増えるのは嫌だと。で、私たちはその同質性の高い共同体を守りたいのであり、それが心理的安心とか脅威のない社会っていうのにつながってるっていう、それはなんだろう、その人たちの価値観なんだから守られるべきだっていうのが、まあいわゆる右翼とか保守の考え方なわけですよね。ただやっぱりこの考え方って民主主義とすごく相性悪いですよね。権威主義なんですよ。まあこの方ストレートに書いてるけど。だからその権威が一つのその国家のような権威、分かりやすい権威があり、それに従うのがいいっていう風になりがちなので、民主主義ってね絶対的に平等が必要なんですよ。個人の秩序を保つ思想だから、私はまあね、それこそね、難民や移民の出身であろうと天皇であろうと平等な一つの命なので、個人なので、そこに何の差もないという考えで生きていますけど、まあ私みたいな人間ってね、多分日本の人たちとしてはね、日本に住んでる人間としてはね、少数派なんですよね。まあだから左派が広がらないって、まあよく愚痴ってる人たちいますけれども、そもそも日本の社会の中では平等志向の人って少数派だっていうことを自覚は必要じゃないかなと思います。はい。まあだからといってもちろんね、差別が許されるわけではありません。ちょっと前の本ですが、奴隷労働でベトナムの実習生の現実を書いてます。ありがとうございます。ありがとうございます。と確認してみますね。個人的には右派や経営者型、左派は労働者型という感じ。それは実感としても合ってると思いますよ。うん。だから、やっぱり右寄りの人って秩序を好むんで、ピラミッド型のそういう組織であるとか、まあ経営者みたいなね、世界観を選びやすいわけですよね。はい。必ずしもそうではないけど、で、まあ、労働者ってね、万人はね、万国の労働者は団結せよみたいな感じですけど、まあ、マルクスのテーゼにも分かりやすいですけど、やっぱり平等志向じゃないですか。はい。まあ、だけど、誰のための秩序かっていうと、まあ、権威のための秩序なんですよね。そう。だから国家であるとか、まあ、なんでしょうね、彼らが思う社会のための秩序っていうことですよね。だから私はね、やっぱりそれよりはね、人間一人一人の方が大事だと思うので、こちらですね、ありがとうございます。ご紹介ありがとうございます。秩序に対する認知がやっぱり違うんだと思います。そうで、トランスジェンダーの人たちとかもね、まあそうですね、伝統的な家族観を壊すとか、LGBTQ の人たちに対する受けられるやっぱり差別意識とか誹謗中傷の根底にはそれがあると思うんですよね。で、脅威に弱いんですよ。まあそれは別に悪いことじゃないんだけど、自分が恐ろしいとか脅威だと感じるものに対して非常に敏感なので、だからそこを説得しても結局、まあ脅威に敏感な性質が災いして、なんか煽られて、まあ煽られるとね、煽りに乗りやすいタイプの人たちっていうのは言えるんじゃないかなと思いますね。うん。石油危機にとっては今まで通りの生活を続けたいのかっていうまあだからやっぱり秩序をね破壊するのが怖いんでしょうね。そう、村社会的なやっぱり性格の人には多いですよね。
まあ、カースト制度まで言ったら、あれは本当に厳密な身分秩序なんで、まあ、全部カーストを信じてる人って言ったら言い過ぎかもしれないですけどね。そう、特に儒教文化系はね、共同体の秩序にはでも上下関係が必要って考えがね、大きいので、やはりそういう価値観の人は多いんじゃないかなと思います。私は左右の違いの根本を私有財産制度、市場経済や資本経済についてどう考えるかで分類してます。まあ、平等思考だとね、当然ですけど、社会主義的な経済思想をね、報じる可能性が高いので、まあそうでなかったら、やっぱり秩序思考、まあ資本家とね、労働者の、上下関係が存在する資本主義の方が魅力的に感じたりするわけですよね。私も自分の中で権威主義が頭をもたげないか、その都度ちゃんとチェックしないといけないなと思います。はい。私もね、嘘をついてるかもしれないので、はい。なんかね、カラスマってやつがなんか言ってるけど、嘘をついてるんじゃないかなと思ったら、調べてください。もしかしたら嘘をついているかもしれません。はい。はい。なので、権威には気をつけましょう。ということで、もうなんか3時間以上も喋っていた。すいません。ちょっと最後、すいません。短くまとめて終わりにします。お付き合いくださりありがとうございました。チャンネル登録、高評価、ぜひともよろしくお願いします。あと最後、ちょっとまとめて終わります。ちょっとお水飲ませてください。はい、失礼しました。まあ、社会を成立させるためにはね、左右両方必要だというのは確かにそうなんですけど、まあ、マルクスなどはね、やっぱり資本主義的な考え方で、富を独占を許すと、富を独占した側がね、ひたすら権力を増して、バランスが崩壊するから良くないよみたいなことを言って、まあ、それはある程度当たってたわけですよね。だから今、富を独占している資本家に対してどのように対抗するかっていうのが重要になってるかなと思います。まあ当然ね、やっぱり資本家として支配してる側は労働者が恐ろしいんだと思いますけど、だからといってなんか何でもかんでもね、労働組合みたいなのを結成したら共産主義だとか言うのはね、いや別に共産主義でもいいと思うんだけど、差別そのものだし、まあそもそも労働者がいなかったらね、そうですね、資本家は絶対成り立たないので、はい。だからマルクスは、その労働者さえいればいいっていうふうに言ったわけですよね。はい。なので、そこのやっぱりね、非対称性はあると思います。ということでですね、最後は、せめてですね、皆さんのただこのようなですね、生活がまあちょっといつまで続くのかというところも含めてですね、そうですね、資本家に対抗するためには労働組合の結成は絶対必要ですよね。せめて人間らしく、先生を歩みたいというちょっとそんな壮大でもないんだけどの話をしたいと思います。世界と農業と食料熱波で危機的状況にということで、まあ先ほどね、石油危機の話をしたわけですけど、国連食糧農業機関と世界気象機関が取りまとめた報告書によりますと、世界の農業と食料のシステムは熱波で危機的状況に追い込まれており、10億人を超える人々の生活と健康を脅かす公算になっていると。異常気象を受けて熱波の発生頻度、強度、持続期間がいずれも高まっており、農作物と家畜、水産産業、森林に重大な被害をもたらすと両機関は警告しており、FAO のガベザベリ気候変動部長はロイターに対し、熱波や農家、漁師、林業の従業者たちが何をいつで生産できるかという常識を書き換えており、場合によっては彼らが働き続けられるかどうかの命運も握っているとし、私たちが非常に不確実な未来に直面しているということを伝えていると指摘したと。まあ今ね、海水温度上昇が凄まじくって、まあ海流も変わっているっていうような研究がちょっと話題になっているんですけれども、全世界の平均温度が1度ずつ上昇するごとに4つの
主要作物、トウモロコシ、米、大豆、小麦の収穫量が約 6% 減るそうなんですよ。なので、このままね、気温上昇によって人間が生存活動するために必要とする安全圏が縮小して、作物の収穫量がどんどん減っていくとなると、人間が人間としてのやっぱり文明生活を送ることっていうの自体が難しくなる可能性があるので、気候変動はですね、それこそね、資本家や大金持ちにとっても大問題なんだから、何としてでも取り組まなきゃいけない話じゃないかと思うし、皮肉にもね、今、そうやって太陽光発電とかが非常に注目されるようになったわけですが、やっぱり日本ももっとこういう方向性に早く舵を切っておくべきだったんじゃないかなと思いますね。いや、だから本当こんな状況で戦争してる場合じゃないんですよね。はい。そう、作者が構造に組み込まれているのが問題ですね。資本主義の構造がそもそも労働者の搾取そのものをエンジンとして資本の増殖する運動ですからね。そう、太平洋の海流システムが崩壊しているという話ですからね。そう、パレスチナで虐殺している場合ではないです。本当にこういうことに人類の英知を結集しなければいけませんということですね。ただパレスチナの人たちに対するああいう構造的差別の態度っていうのも、第三世界って言ったらちょっとごめんなさい、差別的だったかもしれない。申し訳ない。あれですけど、世界の中でも貧しい環境に住んでいる人々とか苦しんでいる人たちが先にそういうね、気候変動の影響を受けやすい人たちなわけですから、だからね、その不平等っていうのを放置していることがやっぱ反映してると思いますよね。だから日本の価値観はね、やっぱり消費的ですよね。だから消費できればいいんだっていう話ではないですよね。そういうことを続けているから結局持続不可能になりつつあるのであって、そうではなく、太陽光であるとか、再生可能エネルギーっていうのに舵を切っていかなきゃいけなかったのに、原発とかね、なんかいろんなもんにこだわってたからやっぱりそれが立ち行かなかったわけ、なかなかうまくいかなかったわけですよね。そうですね、武力や暴力以外ではね、永遠の戦争に世界に突入してしまうので、やっぱり法秩序が大事だと思います。で、こんな感じでね、もうちょっとですね、私たちも少しでも豊かに暮らしたいなという話なんですけど、この記事が話題になっておりました。いや、NHK の見出しが悪いんだよね。すごいですよ。人気の狭小住宅。国の計画から最低居住面積水準削除。人気の狭小住宅？これが何これ何これロッカーやんっていう。ちょっとびっくりするんですけどね。いや、窓があればいいってもんじゃないだろっていう話なんですけど、若い世代にしかも人気を集めている狭小住宅。若い世代に人気を集めているじゃなくて、若い世代が貧困化してるだけでしょっていう。だからなんで言葉を言い換えるんですかね、NHK は。さすがにその健康で文化的な最低限度の生活というその憲法25条違反ではないかというその話は書いてくれてるんですけど、狭小の戸建てアパート需要の高まりなどを受けて国土交通省が見直しを進めた結果、今年度以降10年間の政策の基本となる住生活基本計画から、単身生活は25平米メートル以上など世帯数に応じた広さを削除したと。削除した削除すると狭小住宅の建設が相次ぎ、市場に偏りが出るなどと慎重に意見も出されたが、ライフスタイルや住まいの選び方の多様な化などで必要性が薄れたと判断して計画から削除しました。しかし考えは維持して、今後も公営住宅の設計などの目安にするとともに、住宅の広さに偏りが出ないよう、市場を注視していきたい。もう遅くないですかこの物件売られてる時点でもう遅いよね。いや、確かにこの法律があっても有名無実化してたっていうのはあると思うんですけど、そういう問題じゃないでしょこれは。だから半世紀前の水準が時代に合わないとかなんとか言っているんですけど、どれだけだから貧困化してるのっていう話じゃないんですかねこれは。いや、シェルターでしょ人気じゃねえんだわっていう。
そこにしか住めないんじゃないですか。旧ソ連時代のフルシチョフカよりいいだね。いや、1日2日、そのホテル、カプセルホテルとしているだけだったら別にいいと思いますけどね。それだったら別に体おかしくなったりしないと思うけど、フルシチョフか。いやー、自衛隊のプロパガンダ番組やってる枠を気候変動の番組に変えましょう。削除か。ほんとふざけるなよね、チケ。僕は不法利用だけど、閉所恐怖症なので頑張って人間の物件探しました。なるほど。いや、だから、閉所恐怖症の人とか無理ですよね、これ、マジで。企業イメージアップ戦略で SDGs 看板掲げて、気候変動やたら人気ですが、本気では考えていないように見えますと。だからメガソーラー叩きとかしてるのはね、いや、そりゃ釧路の業者とかはひどかったんであれですけど、そういう問題じゃないだろっていう。人気じゃないよ。そこにしか住めないからですよ。憲法違反だと思います。私たちが選んでないからとか本当にひどいし、虐待じゃないでしょうか。広い家に住みたかったら自衛隊に入ろうって言い出したりしかねない。下々の旅の暮らしなどを知らん、賃金も絵も安くなれば儲かるのだ。個人的に紐にぶら下がって暴れる部屋が人気になるぞ。持たれる部屋が人気になるぞという。それはですね、ごめんなさい、どこだったっけ？これだ。ライフスタイルの多様化、若者に狭い部屋が大人気という理由で、国土交通省は最低限の広さを定めた最低居住面積を削除するらしいですが、その先にあるのはきっと2ペニーで紐にぶら下がったまま寝れる宿が大人気、ライフスタイルの多様化なんでしょうかということで、1900年代初頭、イギリスのスラムでローフに寄りかかって寝ている人々の写真ですね。これは当時の、最低の宿泊施設で使われたもので、ロープベッドと呼ばれていました。1ペニーで立ったまま寝ることができましたが、これでは疲れは取れないでしょう。ドラマ、フランケンシュタイン・クロニクルにも出てきますということで、あまりにこれは極端というか、路悪的すぎると思いますが、でもなりかねないよね。だって、ベッドも置けないでしょ。だからどうやって寝るのかなっていうふうにちょっと思ったんですけど、まあね、全国では空き地を格安に借りられればいいのにですね。固定資産税が安すぎるし、固定資産税上げましょう。8畳間1つと6畳間1つの一軒家に一人暮らししてるのが申し訳ない。言うとしか考えられない。狭い部屋借りられないです。なんか20年前とかだと銭形金太郎で取り上げられて、って言われてたようなセバさんの物件ですね。って。ロフトがあるのか。なるほど。まあ、ロフトがあれば一応は出られるか。自民党自分たちさえ良ければいいのでは。だから公営住宅もっと必要だっていう話ずっとしてるんですけどね。でもそれ主張してたの蓮舫さんぐらいなんだよな。最近の政治家では。彼女負けましたからね。はい。まあこれがフルシチョフ化というものです。1960年代のソビエト連邦で政府によって建設された集合住宅でございます。正式名称は1の515の分の5アパートであるが、低コストでパネル工法あるいはレンガから作られているということで、非常に狭くて暮らしにくかったという評判はありますが、中には住みよいものもあったのかな。ちょっと内部の写真が載ってないですが、はい。いやー、フルシチョクカの方がマシっていうのはちょっとどうなんだろう。あと最近のね、環境の話ですけども、ソ連はね、土地は広いですけれども、だから、低コスト化と完成に関する時間の短縮を行おうとして、深刻な住宅不足を解消しようとしたんですよ。結局都市の人口が集中してたからでしょうね。はい。日本なら高市配置ですね。他にはですね、我々の暮らしというか生活に関係あるものといえば、やっぱり自転車の話ですね。自転車の信号無視で反則金6000円。山口真由が指摘する青切符導入の是非と自転車イコール邪魔者という歪んだ交通史ということで、
改正道路交通法では新たな自転車の交通違反に青切符制度が導入されました。16歳以上を対象に信号無視などの反則行為に対し5000から1万2000円の反則金が課されています。反則金を納めれば前科はつかないが、納付しなければ刑事手続きに移行することになります。山口さんは、自転車への青切符導入そのものには賛成していますが、日本の交通政策はこれまで自動車と歩行者の二項対立で語られ、自転車という中間的な存在を正面から位置づけてこなかったと見る。そして被害に遭えば歩行者と同じで、加害をすれば自動車と同じではない。自転車には自転車の進むべき道もあるべきだと。あるべきだっていうか、自転車用道路が整備されてないのに、結果的にね、自動車と同じ道路を走るって言ってるわけですから、これめちゃくちゃですよね。歩行者と自動車しかいないようなルールじゃなくて、そのインフラ自体をやっぱり自転車用にですね、改造しなきゃいけないと思うんですけど、こうやって政策を変えるんだったらですね。ただ結局それ以前の問題で、それをやらないでですね、いきなり自動車道を走れということにしてしまったので、危険な運転が続発してますし、はい。だからね、私も最近よく見かけるんですけど、自動車道をね、結構はみ出してというか、その自動車側をね、スレスレを走ってる自転車をよく見かけるので、やっぱ怖いなと思います。もともと車が歩行者や自転車などの自動インフラを強奪してきたっていうのをもっと理解した方がいい。自転車インフラは待ったなしだが、一朝一夕に進まない以上は整うまで車を少し不便になるよう規制するしかない。歩行者や自転車から道路インフラを強奪した円滑な流れだと仮初めの機構だったのだからと、いうことでですね、この人歴史的な要は、流れを見てるんですけど、これ最初馬なんですよ。1800年代馬と人が並んで歩いていたと。で、馬、人、自転車、電車になりました。で、その後、自転車、人、すいません。徒歩、電車、車になり、その後、自転車、徒歩、電車、車になったということで、要は車がですね、まっすぐ目的地に行けるようにするために、ねじ曲げられてきたわけですよね、歩道とかが。はい。だから自転車っていうのは、しかも細切れにされてきたから、まっすぐ進める道自体がほとんどないみたいな、状況になってると思うんですけど、これコペンハーゲンで作られたものらしいですね。だから世界でもどこでも変わらないのだなという感じもしますけど、日本の場合特にこの傾向が強いですよね。だからそもそもその整備されてない道を進めっていうのが無茶なんですから、自動車がね、ある程度そこの自転車の走ってるところはね、通行できないようにするとか、結構厳しい規制を設けないとうまくいかないんじゃないかなと思います。はい。すべての人民に居住をという目的で、フリッシュ国は建設されました。なるほど。ありがとうございます。本当危ないです。自転車漕いでいても自転車運転していても危ない。歩道を走った方が絶対に安全だと思う。いや、安全ですよね、正直。危なっかしくてたまらないですよ。原則車道方向なのはもちろん昔からなんですけど、ですね、だから歩行者の安全と衝突するっていう理由でそうやって法改正したわけですけど、ただね、そうなるとね、やっぱり自転車側がリスクを背負うことになりますからね。車道を走るのは怖いです。自転車が自動車の押し分け出すから道路の隅のギリギリまで寄って走行して、隅って悪路なので転倒しそうで危ないなと。でも転倒したらほんと最悪ですよね。めちゃめちゃ危ないですよ。だから路駐車も多すぎるし、その車道にはみ出してそうやって、倒れたりしたらやっぱり大事故につながりかねないわけですから、やっぱりね、今の状態でちょっと自転車を走るのは厳しいかなと思います。皆さんも気をつけてください。はい。で、最後、これディスコードである人から教えてもらったんだけど、ヘルシンキに全長 1.2km を誇る国内最長の、橋が完成しました。フィンランドですね。車は通れず、徒歩、自転車、トラム専用でヘルシンキ東部と中心部をクリーンに接続しました。都市の利便性を高めつつ排出ガスを抑え持続可能な都市交通を出現します。いうことでですね、なんと、車が通れない橋を作ったらしいです。フィンランドすげえな、話で。いや確かに限定した状況かっていうか、これ内湾なんですかね。ちょっとどういう場所なのかようわからんのですけど、
これもう見ればわかりますけれども、人々がこうやって徒歩で通行しとるんですよ。で、横は自転車道になってて、自転車とかスクーターみたいなのでね、走れるんだけど、車は通行禁止なんですね。はい。すごいなと思います。これは通ってみたくなりますよね。はい。だからね、非常に風光明媚でもありますし、だからなんか日本もね、こういうものをたくさん作ればいいんじゃないかっていう気がするんですけど、雪降る地域とかちょっと難しいのかな。でもフィンランドも結構降雪あるはずなんだよな。どうやってやってんだろう。はい。環境に優しいと思うので、なんかね、揶揄してる連中がたくさんいるんですけれども、ケチつけられるような行為ではないと思うので、日本もどんどんこういうの作っていけばいいんじゃないかなと思います。はい。ですね。そうですね。日本では今はね、やっぱり水道とかでインフラをやる金がないので、そっちが優先にはなっちゃうとは思いますけれどもね。とにかくインフラにはでも投資しないとダメだと思います。はい。ということで、せめて人間らしい暮らしがちょっといつまでできるのかわからないけどしたいというところで、本日は、以上となります。お付き合いいただきありがとうございました。なんか3時間半も喋ってた。うわすごっいや正直ちょっとすいません、途中ちょっと喉とか聞き苦しかったかもしれません。申し訳ございませんでした。はい、なんかすごい喋りすぎちゃいましたね。はい、ということで皆さんお付き合いいただきありがとうございました。ありがとうございました。日本の道路事情が車優先すぎるんですよね。日本がどれだけ自動車中心で全てが回っていて生身の人間が発信をやられているか、北海道に住んでいるとね、特に感じるところだし、私もね少なからずちょっと加担してしまっているので、ちょっとねいろいろ申し訳なさを感じているんですけれども、やっぱりねもうちょっとやっぱり通行しやすいものがあれば、私だって別に自動車いらないんだけどなというはいねやっぱり冬場になるとね移動できなくなったりとかするっていうのは非常に問題があると思うので、ちょっとなんとかしていいなというふうに思います。本当にね駅周辺なんて歩きにくいことこの上ないですからね。はい。ということで、皆様、お疲らすでした。戦争、紛争、虐殺、差別、強権的政治反対ということでですね、本当に皆さんありがとうございます。ということでですね、やっぱりモータリゼーションっていうか、その自動車産業押しすぎなんですよね、日本は。トヨタが今洗ってますけれども、だからトヨタのために円安にしたってはまでは言わないけど、やっぱり円安とか輸出産業を重視しすぎたっていうところの経済的な歪みもありますよね。はい。その辺はやっぱ見直していかなきゃいけないんじゃないかなと思いますね。お疲れ様でした。お疲れ様でした。皆さんありがとうございます。そして明日の9時なんですが、はい、サムネイルありがとうございます。音花風花、疲れた黒ワルツの音花風花さんと一緒に、ザ・コズミック・ホイール・シスター・フットというゲームを、実況プレイしようと思います。例によって初見プレイです。どうなるかわからないし、なんかね、洋芸なんですけど、どういうゲームかっていうのはですね、明日ぜひとも、9時から来ていただければ、ということでお楽しみにということでですね、はい、キラッキラですね、はい、サムネイルありがとうございました。ということで、皆さんぜひとも、明日の9時から実況しますんで、遊びに来ていただければ嬉しいです。あと最近ね、メンバーシップとか入っていただいた方もありがとうございます。ですね、ぜひとも日曜日はメンバーシップ配信しようと思うので、その前にちょっとメッセージ出したりしようかと思うんですけど、ちょっと予定してますんで、楽しみにあまり期待しすぎないで待っててください。はい、ということで、明日もよろしくお願いします。はい、ということで、皆様ありがとうございました。お疲れ様でした。おやすみなさいませ。お疲れ様でした。